ドーパド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 パ。今日のマスカやっていくがきよ。すいません、お晩でございます。国風でございます。のマスカやっていきますんで、本日もよろしくお願いいたします。小白さん、松屋テンションが上がってる。馬友のテンションかな本日もよろしくお願いいたします。小白さん、ありがとうございます。りゅうきさん、こんばんは。のマスカ10周年おめでとう。3日前、10周年おめでとうございますね。すごいね、もう10周年経っちゃったんですね。結局10周年のおめでとうの何かを全く用意できなかったんでね、なんかみんなすごいですよね。10周年おめでとうコルベット作ってみたりとか、やっぱ素敵な画像作ってみたりとかって皆さんやってるんで真似したかったんですけどね、ちょっとバタついちゃってそっちの方に手が伸びなかったというか気力が足りなかったような感じにはなっちゃってますけどね。ひまじんさん、こんばんはいらっしゃいませ。こんばんは、国風さん、ありがとうございます。今日もね、のますかやっていきます。配信自体がまるっと1週間ぶりですかね。結構間が空いちゃったんで今日はねやっていこうと思います。X とかの方でもポロポロと喋ったんですけどね、その生活リズムがまたいろいろ変わりまして、でまあなんだろう、休み日数みたいなのはちょっと減ったのかな。投資勤務がなくなってちょっとなんだろう、休める時間が少し多くなったのかなって感じはするんですけど、リズムが丸々変わるのでちょっと配信のカロリーを下げようかと思ってサムネイルをですね、固定のものを用意しました。ノーマスカと雑談配信用でね、一旦もうしばらくは同じサムネイル使い回していこうかなっていう気持ちでいたのでね、なんだろう、満足できなくなるまではしばらくあれでお茶を濁しながら配信していこうかなと思います。もうパッとねスイッチつけたらすぐ配信できる状態にした方が楽なんでね、ここは一つよろしくお願いいたします。10周年アップデートコスモスネットニュースで流れてきましたね。あれ結局タイトルだけまだ出てきて内容発表されてないんでしょ。気になると思って、なんか噂によるとそのなんだろう、月みたいな衛星がいよいよその恒星の周りを回り始めるんじゃないかって噂が X で流れてきたりとかねえ、ちょっと面白そうな、非常に楽しみですね。毎回ねハローゲームさんはね僕らの想像の上を行くアップデートをね毎回してくれるのでね、とても楽しみで仕方がないところでございます。配信結局始めることにしたとぱね20回転調してやるとぱよいや、まあ1回ね結局始めちゃえばね、結局モチベーションは始めたら後からついてくるんじゃないかということで、とりあえずねつけりゃどうにかなるだろうという感じでございますよ。案の定ね今元気が出てきたのでね、今日はこの元気のね重くままにやっていこうかと思います。ろれつがねいまいち良くないかもしれないですけど、なんか体が重たいんですよね。なんか最近やっぱりあれだと思うんですよ、食生活もねちょっとカップ麺とかに頼りきりだったりとか、あとはなんだろう、いわゆるそのカロリーが高めとか油の含有量が多い冷凍パウチの牛丼の種ばっかりに頼ったりとか、あとやっぱなんだろうな、エナジードリンクのね摂取量とか摂取タイミングがちょっと増えちゃったから、それでやっぱり
砂糖取りすぎかなーってね、ちょっと思ったりもしてました。百薬の長足りてるちょっと、どうなんだろう。ワンチャンね、足りてない説もありつつ、どっちがいいんだろう。結局お酒飲みすぎも良くないし、エナドリ飲みすぎも良くないんだけど、どっちもゼロだとそれはそれでね、体の調子には多分良くないのかなってちょっと思うところはあるっす。お酒飲む頻度が明らかに減ってたっすからね。この間も配信で久しぶりに飲んだきりだし。ケイタロさん、コンドパー転調してる。転調してる。ミセスケイタロさん。で、転調2回してるよ、この短時間で。さすがやで。ドパガキ代表ドパガキ代表か。そうそう。ケイタロさん、こんばんは。今日もね、ありがとうございます。ノーマンズスカイやってくんでね、ぜひぜひお付き合いください。店長早い。挨拶1回で2回店長はつわものの所業よ。それはだいぶドパってるよ。多分語尾がガキだね、それね。ドパ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 1回の挨拶で2回店長するガキよ。あのミームがさ、汎用性高すぎるんだよ。あれね。今日は何をするのですか？今日どうしましょうね。今日はね、まったり行こうかなとは思ってたんですよ。トリマ水銀ミッション触って、今、ちょこっと水銀溜まってるのかな？どうしたっけ？水銀が今2300あるから。で、今週もね、ノマスが全然起動できなくて、水銀ミッションがね、溜まってるはずなんで、800ダリ、1200ダリ水銀が手に入るんじゃなかろうか。水銀をいただいて、それからどうしようね。結局回してないミッションがちょこちょこあったり、最近あれだね、開拓地も行ってないね。久しぶりに開拓地顔出してみるか。あとはまだ回収してないセンチネル戦がポロポロっとあるので、これもいいね。今日はもう目的ないからこれを回収しに行くのもありだし。で、ホロアリーナね、結局ね、まだ一回も触ってないんですよ、ホロアリーナ。なんかちょっとお気に入りの生物を探しに行くっていうのもまあ一つありかな、どうだろうなっていうのもありつつ、あとはね、前に頂戴した生物性の卵とか海洋惑星のこと忘れないであげて。いや本当にね、いろんなもの触れてないからね。そうなんですよ。アップデートが楽しみですね。本当にね、楽しみ。アップデートどうなるんだろう。10周年って言ってもうすぐに発表されるわけでは多分ないだろうから、この発表されるまでに多分もう少し間は空くんだろうけどね。アリーナだけにありってこともう全くもう今日はね、国方ツッコミのキレ悪いんですよ。今日はね、国方ツッコミのキレがすごく悪いんですよ。みんな覚悟してボケるんだよ。みんなボケをかますときは覚悟してボケるんだよ。拾えないときは今日ママあるからね。転調してますね、コアクさん。容赦ない、拾い方が容赦ないよ。転調してますねはなかなか鋭いんじゃないか。怖い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 。今日もね、なんだっけ、バーク X っていう謎のエナジードリンク飲みながらやっていきますんでね。ちょっと癖のあるドリンクだったけど慣れるとうまいね。2回分は溜まってるね。800、水銀800は稼げそうですな。いいね。センチネルピラーのハッキングでございます。このハッキングさ、なんかすげえ数の敵倒さなきゃいけなくなかったっけ？でもね、武器の方が皆様のご協力というか応援によりめちゃめちゃ強化されたんでね、ワンチャン今回クリアできるんじゃなかろうかと思っております。
ツッコミで受け止めてもらえないと私勝手に崖下ダイブしますからね。ガードレールちゃんとしといてください。全治6ヶ月。もうすでに大怪我してる。もうすでに大怪我してるよ。やべえやべえ、ちょっとちゃんとフォローしてあげないと怪我人が出てしまう、この配信で。Y の配信内で怪我人が出てしまうよ。やばいよ、労災出ちゃう、労災。日本語に入力するとなぜか英語に変換されてしまうんですよね。不思議だね、なんかね。そう、さっきからね、そう。イマジンさんのコメントがね、英語変換されたりするから、なんだろうなと思って。不思議だなと思いながら見てた。まあでもほら Y の方はコメント欄2つ出してて、変換されちゃう方と変換されずに表示される方と2つ出てるから大丈夫。読めてる。やっぱね、あれだね、段取り8部というか、やっぱりいろいろ用意があるとね、ちょっとした不測の事態じゃあね、もう慌てませんよ、この国数は。任せてくださいよ。準備万端だからね。大丈夫。もうね、適用20丸なんで。そういえばあれだ、あれだね、武器もうちょっと着地してからでいいかな。マルチツールの方ね、武器強化したので、前の配信で武器強化してるので、さすがにもうあれなんじゃないか、戦闘で遅れを取ることはそこまでないんじゃないだろうかと思っているが、どうでっしゃろ。地面が見えんの。天気悪。ちょっとあれだね、この星は視界が良くないね。ちょっと視界良くなさすぎか。一旦さて目的地はどっちでしょう。こっちで合ってるっぽいね。こんなとこ落ちなきゃいいけど、ほら早速危ね。そっか、携帯電話買い替えたので設定見直します。なるほどね。そっか携帯おニューだからか。あれかもね、なんか地域の設定とか、あとは時計の設定とかが日本じゃなくなってんのかもね。あまり詳しくないけど、何かの設定が引っ張られてる説はね、十二分にあるね。いやー、戦闘するんだったらな、できれば視界が悪くない時にやりたい。なんか随分温度の厳しい星やな。ピラ来ましたね。オッケー、ピラ来ましたね。一旦セーブだけしとくか。さあ、戦闘開始のようですよ。さて、全然間違ったわ。中性子キャノンだね。こいつで攻め立てればいいわけだ。オッケー。足元ガンガンでいけるこいつ。ロック中、ノードを破壊せよ。ノード破壊でいいのか今回は。こっから戦闘開始ね。オッケー。いって痛いんじゃい。オケロ。いやー、威力上がったね。めちゃめちゃ威力上がったね。みんな見てくれよ、この破壊力。いやー、戦闘すげえ楽になったね。すごい戦闘楽になった。マジか、こんなに変わるか。回復ドローンは早めに戻したいよね。うわ早え、マジで敵解ける。すごいね、こんな変わるか。うわちょれー。いでなんだそっちか。うわマジ早い。いやすごいね、みんな一撃を解けていくじゃん。いや武器いじった甲斐があったね。
この距離からこのダメージ出るのえぐいな。うわすごっ。いやーすごいね。めちゃめちゃはかどるというか、なんか別次元やね。気持ちいい。武器って大事なんだな。さあお待たせしました。あなたです。メインデッシュ。いやこれは早いでしょ。これは早いでしょ。なんかダメージうまいしたな。なんでだ。もう一回がいい。オッケー。いやー敵がちょろすぎる。であとは待って、防御ウェーブがなんか全然進んでないな。敵の数多くね。なんかなんか敵の数多すぎちゃう。結構長丁場になりそうですなこれは。みんなワンパンで倒れてくれるのはやっぱありがたいね。話が早くて助かるマジで。よし OK。 チャンスです。今です。よしよしよし。あーしゃークリアしたー。やったーいや嬉しい。マジで嬉しい。うわすげえ念願叶ったよ。いやークリアしたね。いやー行きましたー。時間的にスマホ使えなくて弱々デバイスで見てるので114p なりなかなか数字が辛い。シールド出たっぽいのにがっつり削られてるね。やはり火力と定義、火力マシマシでこれが熱い。これが熱いんですよね。設定重症な確認したらロサンゼルスに設定されてました。この間の出張のあれっすな今日はこのままにして様子見ようかと。了解了解、大丈夫です。コメント読めてるんでね、お気になさらずゆっくり直しちゃってください。小涌さんナイス、ありがとうございます。嬉しい。いやー、パンダさんいらっしゃいませ。結構毛だらけ、猫灰だらけということ。どうもコンパンダいらっしゃいませ。コンパンダでございます。よかった、ありがとうございます。やっぱ前回協力いただいたのが本当に生きてる。うわ見て、ご褒美だらけ。よしみんなちょっとご褒美ゲットしていこうぜ。いやー始まったな、俺のノーマンズスカイ。やべえな、俺のノーマンズスカイ始まっちまったな。ドーパトパトパトパドーパトパトパトパガンガン戦闘していくガキよいやー星8、気持ちいい。たまらん。これは後でまたあれなんじゃないか、ガチャタイムなんじゃないかい。いやー素敵ですわ。もっと数倒してもっといろいろ報酬っていうかアイテム拾いたいところではあったけど、いややっぱ全然違うね。素晴らしいね。ヒラーってこんな喜ぶもんだっけ。何か大切なものを忘れてる気がする。いいんだよいいんだよ、楽しければいいんだよ。今までね勝てなかったからさ、一回も火力足んなくて。いやーよかった。とりあえず武器引っ張り出してみっか。なんかそれなりのやつだね。回収だけしといて、回収するだけして後でバラしとこう。これはコレクション追加でござるぞ。
まだ枠は余ってた気がするんだよな。デザイン好きだけどね。回収。オッケー。あー、ちょっと待ってね。これログとか関係ないんだっけこれ。普通に文章出せてるだけだっけか。そうだね。歴史を垣間見るだけのやつやね。オッケーオッケー。よしよしよし。オッケー。いやー、ありがてー。やっと進んだね。いやー、よかった、マジで。ね。うん。英語だと一応、いろんな意味でちょっと不便なんだよね。まあね。まあね、それは仕方ないとこやね、どうしてもね。うん。ピラーを倒せることのありがたみ。ほんとそう。それよ。本当にそれ。いやー、成長したな。マジで成長しましたわ。素晴らしい。なんたら素晴らしいことよ。よし、じゃあ目的達したんで戻りますか。重戦召喚。よし、星もらいに行こうぜ。よいしょ。レッツラゴー。いてテンション上がりすぎて交通事故。運転が非常に雑になっている。あー、近すぎてダメっぽい。よいしょ。あー、あれだね。下準備って大事だね。強い武器があればこんなにも話が早いだなんて、こんなにも楽になるだなんて。もっと早くやっときゃよかったぜ。まあね、もういろんなこと、他のいろんなこといろいろ触ったからこそね。なんだこれ。プリズマティックコアマイルストーン。何の話？今何の話だった？自分もちゃんとピラ倒すとき感謝するようにします。感謝の気持ちは大事だぞ。わかんないけど、人によるんだろうけどね、温度は。その温度感は人によるんだろうけど、感謝の気持ちは確かに大事だぞ。ねえ。私は国和さんにチップを渡す夢を見た。アメリカンだね。なんか今海外のチップ文化大変なんでしょ？なんだこの惑星調査ってなかなか。おう。こいつは惑星の調査、なんかいろいろスキャンするやつかな。よし、じゃあミッション行ってまいります。ついにあれらしいじゃん。海外が日本を見習ってチップの二重取りをしてるらしいじゃないですか。ちょっと時事ネタか。ちょっと時事ネタだったね。日本の税制を参考にして海外の飲食店とか社会はあれらしいじゃん。チップ文化のチップの二重取りが最近流行ってるらしいじゃないですか。外で食事とか取るとなんか元の金額に対して4割近い金額のチップを請求されるらしい。システム上のチップと、あとは店員さんにもまたチップを結局払うっていう二重のチップを支払うことになって、結局ね、40ドルの飯を食おうと思ったら80ドル超えるんでしょ。チップ&チップで。ひでえ話よ本当に。なんか店長の時が見える。ダメだ、今日はもう店長する日かもしんない。みんなでガンガン店長していく日かもしれない。ミームに侵食されてるよ完全に。みんなでアノマリーのクエスト頑張りましょうねのランクが上がったってやつですね。報酬もあります。へえ、そんなのが今あるんだ。アノマリーのクエストのランク、そんなの昔からありましたっけか。最近の新要素ってこと。報酬あるの嬉しいな。水銀コンパニオンはどこで買えます？じゃあここの水銀回収したらちょっと覗いてみよう。建築素材新しいのなんか出てるかな。出てたら嬉しいな。建築素材なんか何本あってもいいですからな。うわ昔からなんだ。Y があんまり進めてなかったから認識してなかっただけだ。やってなかったからね。そうだよ、Y こういうメインのところとかね、ガン無視して好きなことやってたからね。
遅れてんだ多分他の人のより。なんかあんな。なんだあれ。なんかくるくる回っちゃう。こんな植物あるんだ。ちょっと興味あるから見ていこう。 OK。 今日はここまでです。国和さん、いつか一緒に生計を探検しましょう。了解いたしました。時間ある時にいつでもね遊びに来てくださいな。昔はプーじゃなかったよね。どのプー？そのプーってのは何のプーなんだい？草ベリーってこんな感じか。すごいね、美味しそうなもんがダブルでなってるぜ。よし。で、ここどうすりゃいいんだ？これはスキャンすればいいのかこれ。プラズマティックコーン。ああ、そういうことか。それが変わったのね。名目が変わったのか。なるほどね。ごめん、挨拶そちだったね、ひまじんさんは。ひまじんさんも明日仕事なのかな？ゆっくりお休みくださいな。ゆっくり休んでまた遊びに来てください。僕の配信がですね、多分、頻度がね、少し下がるんじゃないかな。なんだあれ。あ、すごい。貿易ターミナルだ。後でこれも確認しよう。もしかしたら、一回週飲ますかね。どうなんだろう。週1でできたらいいな。鳥多いね、ここの星がなんか。随分鳥が多い。地中にもなんかおるな。配信頻度下げたくはないんだけど、もしかしたらちょっと下がるかもしれないのでね、ご利用いただければと思います。一つよろしくお願いいたします。いろいろ悩んでるよ。こんな生活リズムが変わる予定なかったからさ。お、スキャンだ。どんどんスキャンするのばよ。鉱石が意外と周りに新しいのがないな。なんかその辺適当に読んどけばありそうなもんだけど。あと視界が悪い。非常に視界が悪いぞ。コミュニティマイルストーンみたいな感じだったような。なんかそんな表示だった気がする。よし。あとはこんなもんかね。穴だ、穴が。危ねえ。させないぞ。パスポートするとこ。OK。鉱石が意外とスキャンできないこの星。違うな、俺地下に降りた方が良かったのか、もしかして。嵐が消滅。つまりここから俺のターンですね。任せろ。調子こかせてもらうぜ。背中に鬼の顔が。あれはまだ見てな。あれはまだ見て。もう大体見てるよ。植物じゃねえんだよな今日は。マインビームはまだあんまり今日はできてない感じですか。今間違ってた。今使ってるやつがあれだ。探索。あ、待って、こっちになってたわ。これ自体が間違ってた。ごめん。こいつが最終用だね。すいません、間違えました。いつもねこの切り替え忘れちゃうんだよね。ぼーっとしてる。さっき獲得した売っ払う用のマルチツールに勝手に切り替わってた。地上の石少ないねこの星ね。なんかあと3種類だったら適当な洞窟入って地下の石スキャンした方が早いか。こんな極端に鉱石少ないすごいな。あからさまに少ないな。来た。よしケタラさんわら。いやでもよくあるよね。ワイだけじゃないはず。きっとワイだけじゃないはず。取れたかドパねーさあこの調子でどんどん転調していくがきよ今転調だから。ちょっと今転調しただけだから。計算つく分かってやってるんだから。こっちとら配信者よ。
なんたっても配信3年以上やってんだから当たり前よ。わざとみんなを楽しませるためにね、わざとこういう取れ高というか転調タイミングを作ってるわけですよ。であと乗るまであと17回は転調しなきゃいけないからね。てか今何中？今はですね、水銀ミッション中ですね。水銀ミッション中でなんか鉱物あとも2つスキャンしなきゃいけないそうなので、ゆっくり喋りながら散歩しながらのたりと探索をしております。超ゆっくり、全く急いでない。突然仕事が決まった。主に道路のメンテナンスの仕事。やだー、体力仕事っぽいとかね。いやそれは大変ね。ただ腰だけは気をつけるんだよ。道路工事か。高速道路系の工事関係ってさ、結構時給っていうか給料いいよね。友達がね、前その高速道路の交通誘導の仕事やってたんだけどさ、交通誘導って高速道路で特殊な資格がいたりするんだけど、資格1個取るとね、同じ交通誘導とか交通整理でもね、時給がね 1.5 倍とか2倍ぐらい違うんだっけね。だいぶ稼いでたみたい。人参とかって呼んだりするんだけど、誘導庫ねえ、見てこの土地、この地形。何ちょっとこの地形良くない？この地形いいね。これが配信力ってやつですか？ほうこれ参考にしていいかどうかちょっとわからん。ちょっとね、この地形見てほしい。木邪魔だな。こんな地形あるんだ。うわー、ここに家建てて。おしゃれくない？結構。こんな地形生成されるんだね。おもろ。こんな地形あるんだ。いいなぁ。これ好きだなぁ。これすげえ好きだなぁ。なんとかならんかな。言うて、多分この星に用があるかって言われたら多分ないんだよな。用のない星に拠点なんか建ててもどうしようもないからな。いや、でもいいな、この地形。この真ん中になんか、吊る形で家建てたいね。ハンモックっていうか、ここの間に宙に浮いた拠点を一個作りたい。この岩から岩にこう吊るす感じのね。ありだなぁ。パンダさん、ほほー。これ好きだなぁ。ケイタルさん、自分全く配信できてない。レモンさんに作ってもらった配信箱も全く使ってないし、最初はね、結構あれだよ、その準備は準備でも気持ちの準備とかも必要だからさ、結構ね、あれなんだよ、軌道に乗せるまでがね、結構一番大変なのはモチベージとかが大変だからね。アークさんこんばんはいらっしゃいませ。和骨ありがとうございます。生きとったんか我。久しぶりの、そうなんだかんだ言って久しぶりの配信な気がするっすね。配信自体が1週間ぶりなんですよね。で合間にその配信の準備がなかなかしんどいなと思いつつ、そのサムネの準備とかいらない適当なスマホを使った手元配信とかで繋いでたんですけど、久しぶりにちゃんとしたノマスカ配信を今日はやっております。ただ今回目的をね設定しておりませんので、トリマ水銀ミッションを触っております。 OK。 次は天井の資源、生物発見5分の3、あと生物をもう2種類見つけなきゃいけない。結局全部探さなきゃダメなんかね。生き物をあともう2種類スキャンしたいところ。人を誘導するのに使う棒、私はそれをライトセーバーと呼んでいる。私だけもかもしれないけど、呼ぶ超わかる。誘導棒とか言ったりするけど、ライトセーバーよ。絶対やる。前の職場で警備さんが使ってるの二刀流ってやったら警備隊長にしこたま怒られたよね。やりたくなるんだもん。でもそれわかるよね。赤い棒はね、やっぱ両手に持ってブンブンしたくなる。したくなっちゃうから。段取り8分仕事2割って言いますもんね。その通り。正直あれ本当に段取りだけちゃんとできてればね、本当仕事する時間とかって本当短いから。
あとはその長い労働時間でその2割の仕事をいかにその精一杯時間いっぱいやってるかを見せるかっていう、そっちのね腕が試されてくるから話が変わってくる何もわからないコナミ感です最初のうちはそうだと思うよケ太郎さん。いやでもね、やっぱデビューおめでたい、デビューおめでとう。本当にそれは本当に素敵なことよ。嬉しいね。どんどん配信の敷居下げてけ、妥協していけ、キャッキャッ。いや本当ありがとうございます。そう言ってもらえるとね、ハードル低くいっていいってねなった方が絶対楽なんでね、正直。でもやっぱこだわりたい部分はね本当はあるんでね、本当はもうちょっとなんとかしたい、本当はもうちょっとなんとかしたいんですよね。サムネこだわるのをまずやめたので、僕今までその配信のたびに今日のサムネどうしようかなって配信作るとこから段取りスタートしてたんですけど、これがねものすごい乗ってない時にサムネ全く作れないから、それがまず1個ネックだったんですよね。それはまず1個諦めたんですよそれで随分楽になったと思う。やべえ、新しい生き物が全然見えてこない。困った。ね、誘導棒ったら、ファイズエッジはやっぱライダーかな。ライダーね詳しくないから、でもそういう武器があるのかしら。段取り力ピクニック。引っこ抜かれてあなただけについてゆく。今日も運ぶ、戦う、増える、そして食べられる。この曲知ってる？危ね、有害植物だ。攻撃される。メーターの誘導棒使ってましたよ、その昔。メーターの誘導棒ってなんだ？メーターの誘導棒ってなんじゃい？ 1 メートルのってこと？ 1 メーターで誘導棒ってことか。超ロング誘導棒かな。洞窟なんか生き物おらんかな。フォトンソードも捨てがたい。それはどれの話だい？フォトンソードはどれの話だ？なんかソードアートオンラインのフォトンソードが先に出てくる。これなんだ？これ洞窟じゃない、地形か。これトンネル地形だ。いいな、トンネルも好きだな。最近ねマイクでやりたいなと思ってて。ここ洞窟判定か、もしかして。この岩生えてるってことはこれ洞窟判定だな。面白い。これ屋根上に天井かかってるけど、これあれなんだ、洞窟判定なんだ。これで間違えて地面落ちてこの洞窟いいな。両サイドにでっけえ壁張ってここ全部居住空間にしたい。うわーすげえ。この星なんか地形がずっといいな。ちょっとこの星魅力的だな。ちょっと待って、ディスカバリーで見てみるか。不可思議な嵐ってどういう感じなんだろう。テンネルは循環。資源がね全然魅力的じゃないんだよ全く資源が魅力的じゃない。でもこれあれだね、生命レベルとかがこれ5とか6って高いんだよね。多分高いところの方が多分いろんなもの手に入るだろうし、なんかこの美汁よ、結構美汁良いんじゃない？水中の生き物が多いこの星。なんか生き物いないなと思ったら全部水中だよ。こんなことあるんだね。そうそう、1メートルぐらいある誘導棒です。それはもはや市内とかの類なのでは1メートルの誘導棒えぐいね。こんなん本当にそんなんあるんや。よし、じゃあそういうことなら海に行こう。なんかスキャンしてない鉱石あったね。オッケー。まあ時にはつれづれなるままに宇宙をさまようのもよろしかろう。にっこりありがとうございます。今日もね、もう本当にまったり行きましょう。まったり。最近はね配信者たるものって言って結構なんかいろんな縛りを設けたりとか、なんか結構自分を律するでもないけどね、キチキチに俺は配信者ってやってたような気がするから、ちょっと気軽にね今日は本当にまったりやっていこうかなというところでございます。最近あれですもんね、またすごい長期的にノーマンズスカイの配信やってる配信者の方とかもすごい増えてるようなイメージがあるんでね、最近気になって見てる方とかも何人かいらっしゃるので、やっぱそういう人たちもねやっぱマイペースにみんなやってるんで、
やっぱなんだかんだ言ってマイペースに遊び続けるのがやっぱ一番だよなと、また最近思い始めてるんで、その感じでいきたいですね。なんか急に雨降り始めた、今度。なんか随分めちゃくちゃな天気だね、この星。なんたら。SAO のやつです。キリガラ君、つえーキリト君は強いよ。キリト君は強いんだよ。言葉を知りたい。拙者勤勉ゆえ。国数勤勉ゆえ。歩くのもいいけど海遠そうだね。飛ぶか。しゃあないね。せっかくだからゆっくり行こうと思ったんだけど、ちょっと水辺までが遠そうだ。全然水辺が見えん。生き物の比率がなんか水中生物いっぱいいるのにね、全然ね、水辺が見えないんですよ。よいしょーい。この星あれだね、なんか船のブーストの光がなんか黄色に見えるの、これはこれですごい好きだな。マジでパッと見水辺全然ないね。ちょっとこの高度でしばらく飛びたいんだけど、水辺って、あれ水辺じゃない、左手のあれ。雲が、これ水辺に見えるけど違うかな。水辺じゃないか。雲が邪魔で見えない。1日12時間ノーマンズスカイでやる設定を適当にいじったら治りました。よかったよかった。設定治ってよかった。10周年じゃあちょっとやってみっかって方が増えた気がする。やっぱそれも影響あるんだ。やっぱ記念すべき10周年ですからね。水辺だ。いやありがてー。じゃあこの辺で水中生物探しますか。ちょっと水辺狭い気はするけど、お魚系のもね、お魚系だろうから合流してもよろしいですか。どうしよう。合流。今日目的決まってないからね。合流してもいいけど、多分あんまりあれだと思うよ。もう多分国からずっとマイペースにしか動かないから、それでも良ければ。さあ、生物スキャンの時間です。あともう1種類スキャンできれば OK。 エビじゃん。イカじゃん。フグかなめっちゃエビちゃんだったな。なんだあれ、なんか集合してる。タツノオトシゴじゃん。ちょっとこの星の動植物魅力的だな、随分。ちょっと今日すごいな、この星。最近コミュ惑星の人たちは空中基地にはまってる気がします。確かによく見ますね。今時代そうなってるんですな。そういう時代か。結局この間の多分嵐の影響があるんでしょうね。なんか最近その有名な投稿主さんが X の方で今回の嵐の原因みたいなやつなんか発見したっていうポストを見て、なんかあれらしいですね。そうそう、嵐対策っていうのもあるでしょうけど、なんかそうみたいですね。そうだ、じゃあ今回あれだね、水銀回収して1で調査を有効にするんだ。これか。スポットを発見、了解。このままスポットを探します。この機会になんか空中のなんか拠点みたいなの立ててみるのもオツかもしれないね。空中拠点でそういえばまだ持ったことなかったと思ったから、この機会にこさえるのはありかもしれない。何でしたっけ、方向性の違いで嵐同士が喧嘩してたんでしたっけ。いや、なんかね、あれなんだっけ、日本人にも嵐ってほら実はおるらしいんやけど、ワイの配信でもね
前にちらっとね顔出してたことがあったんだよ、その嵐が。ちょっと話したらもうすぐ来なくなったんだけどさ、そやつが明確に中国人を標的にしてちょっかいかけて、中国人のいるところでわざと嵐行為をしたらしいんだよ。まあそこまではまあ100歩譲っていいんだけど、まあよくないんだけどね、100歩譲ってね、まあそれは個人の嵐だからさ、嵐自身の問題だよね。でもいいんだけど、なんかポストの中に、それが原因か分かんないけど、そいつのポストの中に中国人のサーバーで暴れ回りたい、あわよくばそのサーバーを日本人のものにしたいみたいな、あたかも日本人代表ですみたいな余計な一言も添えてあったらしくて、でまあ中国人的にはほらもともとなんだろう、火種なんかいくらでもあるからさ、中国人と日本人の間ってまあ発火したよねっていうことらしくて、で日本人コミュニティのやつがそういうことをしやがったっていう風に解釈されたらしいんだよね、話、そのポツのあれ見ると。で結局日本人サーバーへの攻撃が始まったということらしい。そうだから結局その流れ的には日本のバカな嵐が中国人が楽しく遊んでるとこにそういう攻撃を先に仕掛けやがって、で向こうからしたらその日本人がやったって、日本人の誰がとか日本人の嵐とかコミュニティとかって判別つかない状態で、とりあえず日本人がやったっていうとこだけ分かったから、もう日本人どもがってなったんだろうね。まあ仕方ない、それは、先に攻撃仕掛けてる日本人がいたんだから、そういう風に解釈するのはまあ仕方ないまあ仕方ないとしか言いようがないんだよな。そこに関してはね。まあで結局向こうからこうちょっかいかけられ、向こうがちょっかいかけられて、その仕返しで日本人のコミュニティを、俺らはこういう風にされたんだ、お前らも苦しめっつって攻撃されたってのが今回のことらしい。なんだかんだあれらしいね、コミュニティ惑星自体はちゃんとハローゲームズさんに気持ちが通じて、なんか基地の方は修正されたらしいね。全部じゃないけどだいぶ綺麗になったって話はなんかポスト流れてきたんですね。そうだからあとはなんか日本人の嵐が一人で暴走したっていうのも伝わってくれればいいなっていうので、なんかポスト上げてる方もいらっしゃったんで、それが伝わるかどうか分かんないですけど、伝わったらまた話変わってくるかもしれない。あとはその日本の古き屋敷、その嵐小僧、なんかそろそろ高校終わって大学受験らしいね、そいつが。成人も間近なのに何バカなことやってんだと思うんだけど、そういうことらしい。ね、例のクソが5本そう13がね、そう中華コミ惑星にて荒らしまくったというのを見ました。それまさにそいつ、それが原因らしい、ことの発端。それがなければね、こんなことにはまずならなかったんですよね、本当はね。地下こっちかな。音が近いのはどこかな。電気スポットの音聞きたいな。いろいろな問題が重なった感じですね。まあまだいろいろよしあし言う段階ではないような、まだ一見落着してないっぽいから、そうね。慶太郎さんはもしかして遭遇したことないのか、まだ。ごめん、もう名前出しちゃうんだけど、すげえ有名な嵐がいるんよ、日本人のプレイヤーの中に。で本人も明確に嵐行為だぜって言って明言してやってるんだよね。すげえ立ち悪いのが一人いるんよ。こんなこと言いたくはないんだけど、国数をもってしてそういう立ちの悪いのが一人いるんだよね。完全にそいつが悪い音変わんないな。その方向に向くとね、音変わるんだよ。音が変わらん。
ちのコミュ製の基地にも来たけど何もせずにお帰りになられましたね。やっぱあれなんだよね、その歪んでんだろうね。そうだから構ってほしいんだっけね、とにかく。友達いないんだっけね。その X も見たんだけどさ、その本人が何喋ってんのかも気になって、かわいそうではあるんだっけ、見てると。だからかわいそうすぎてちょっともうどうしようもない感じ、感じがあるんだっけ。彼はすごい私の反対にある感じがします。なんかね、確かにそれはある。慶太郎さんちゃんとしてるけど、なんなら慶太郎さんの方が若いしね。彼はねちょっとちゃんとしてなさすぎるというか、いやだからね歪んでんだよ。彼は嵐くんはね、悪意なんだろうけど、発露が悪意の方向に行ってるんだけど、だからねガキなんだよ、まず簡単に言うと。遭遇したどころか実は彼と話したことあります。一応秘密ですよとか、こうみんな見たが、みんな聞いたが。確かにね、でもワイもね最初ね人に言われるまでその彼が嵐っての知らなくて、だから配信に来た時に普通に話してたんだよ。普通に話したんだけど、彼が配信に来るとみんなさっと配信からこう姿を消すから、あれと思ってたの。そしたらね配信見に来てくださってた方がDM を投げてくださって、配信に来た〇〇くん13くんなんですけど、彼嵐なんですと。彼嵐なんです。すごく空気悪くなるんです、彼いると。そのぐらいひどいことをいろんな配信でやってるんですと。そうもしあれならブロックした方がいいですよ、配信に影響しますよ。ああそうだったんですね、ありがとうございます、教えていただいて返信をして、とりあえずブロックはしなかったんだよ。ブロックしなかったんだけど、Y の配信でコメントしに来たその嵐くんがなんかそういう風にやってると暴れたくなっちゃうなーなんてことをほのめかしたから、そういうことをされたら嫌だな、つまんなくなっちゃうな、そういうのだったらやめてほしいなとかいう、そういう話をねしたんだよね。って言ったらあんま配信来なくなって、その後一回来たのかな。結局でも嵐することなくコメントも控えるようになって、スッと僕の配信には来なくなったかな。それから見てない気がするな。ノマスカ配信されてた方のところでコンコンと説教されてましたね。そりゃ説教されるっすよね、やっぱね、あんだけのことしてれば。やっぱ説教してくれる配信者の人はなんか言ったら優しいですよね。今の時代だってフルシカと超えて邪魔だ出てけよって言ったら済む話ですからね。ちょっと悲しい話だけどネットの交流関係なんで、そう職場とかだったらこっからこの人と一緒に働く以上ずっと付き合わなきゃいけないのかってなっちゃうから、うまく付き合わなきゃなっていって、気持ちを割いてみたりとかも。一切音しなくなったな。ちょっと飛ぶか、ちょっと飛ぼう。さすがにスポットが多すぎるようじゃん。かわいそうとは思ってますね。ガチでそうなんだよな。そうなんか旅のマイルストーン達成した。やったぜ。あれのせいで2人ほどノマスカやめた方がいます。悲しい。もう本当にね、本当にね、やっぱりそういう心に何か枷を持ってる人とかさ、やっぱいろんな条件とか環境とかさ、そういうのが重なって人間で歪むからさ、だから一概に攻めづらいところは正直あるんだよね。あるんだけど、やっぱり悪影響は悪影響で発生してる以上これ良くないからさね。自分も環境が違えば十分ああなる可能性はありますから。そう、ワイもね、自分が若い頃のことを思うと本当にワイも全然可能性あるタイプの人間だったから、それゆえにね、ちょっとね一概にバーンと切り捨てる、お前は邪魔だ、害だって言ってちょっとそういう風にしづらいんだよね、ちょっとね、正直言うと。
ただまあワイも配信者としてみんなこう自分の配信を選んできてくれてる人たちもいるから、その環境が悪くなる可能性があるならそれは対処するべきなんだよね。本当はするべきではあるんだけれどもなんだよね。悩ましいところだよ本当は。大パン案件、まあ本当そう、大パン案件なのは間違いない。やってることありえないっちゃありえないからね。どっかでね気づくとは思うんだ、人生のどっかで。さあ、はい、店長大事やね。どうパタパタパタパよし、どんどん話題を変えていくガキよ。さっきからさ、全然あれなんだけど、今一瞬出たか、スポットがさ見つかんないんだよね。電気のスポット探してるのにさ、全然近づかないんだけど、電気のスポットに。調子悪いな、随分ね。調子悪いガキね。ちょっとセーブしていくか。エナジードリンク飲みながらね。うまし。ここでしか買えないもの何かあるかしら。割安で売ってるけど塩とか分かんないのは買っても仕方ないからね。俺邪魔ですか？思ってない。どうした急に。パンダさんどうしたの急に。急に何が不安になったんだ今。大丈夫だよ。パンダさんは大丈夫だよ。どうしたんだ今。急にそんな。パンダさあ転調していくガキよ。マジでね、電気スポットがマジで見つからんぞ。音はこっちでしょ多分。音どっちだ？こっちか。こっちか。こっちっぽいな。この辺か。わからん。こっちか。この辺っぽい。よし、こっち行くか。ワンチャンこっちの方な気がしなくもない。ドパガキはマカの間も耐えられません。誰だもう X、最近の若者あれで X で3行読むのも苦痛らしいね。1行読めない人もいるらしい。アリエさんこんばんは、頑張れ、ありがとうございます。いつもありがとうございます。久しぶりのノーマンズスカイ。今日は目的を決めずにまったりやってまいりますんでね、よろしくお願いいたします。実質雑談メインよね。とりあえず水銀確保してから考える。音と音の感覚を音と音の感覚をね、どんどん短く、さらに短く。転調しないと死ぬ病気に。近い、音は近くなってるけどな。なんとなく音近くなってる気がするんだけど、全然左か。音は左か。痛い。左かこの辺じゃないか。この辺か。何落ちないようにね、気をつけていこうぜ。痛い。先ソジウムがね、とにかく足りないんでね。スルーしちゃった。下手くそん。いいや、雑に生きようぜ。B 型国風はね、どんどん B 型種強く生きていこうとね、最近決めたんでね。これもソジウムか。これ二水素か。この辺っぽいな。本当にこっちか。なんか音がこっちっぽいけど、なんかあれだね。一瞬右に出たか出てないか。こっちであってほしい。まあ今日はゆっくりな日なんでね。こういうのも久しぶりにね、こう見つけ次第回収しながら。
ガシュガシュって何？地名かい？ガシュは地名かい？酸素も集めつつ。いやマジで電気スポット本当に影も形もだね。こんなにしんどかったっけか。左か？左からしか音がしないけど。あ、右だ。あ、こっちだこっちだ。こっちっぽいね。今逆向いたら右から聞こえたから多分こっちで合ってるっぽい。このさ、あれだよね。表示以外で音の大小とか右から聞こえる左から聞こえるみたいなさ、この全くこのゲーム内で説明されないこの判別方法ねずっとやってないと。これどっちだ？左か？こっちか。あ、来た、反応来た。来た来た、反応来たよ。やっと反応来たね。反応期間ってこんな反応期間、反応距離短かったっけ？来た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 。いやー、やっと来たね。通り過ぎてたね。あれ痛い。絶対許さない。この辺です。もうちょっとです。この辺。えい。さあ、転調しろ。転調しろ。よし、転調した。いいぞ。いいぞ。ドーパミン出る。ドーパミンが出る。いいぞ。もうちょっと。ドパル。この音ドパル。もうちょっとだ。もう一回転調しろ。この間の暑い日、在宅ワークの休憩中に自家製梅干し食べました。梅干し自家製？熱っ。いやー、いいね。やっぱ夏はね、夏こそ梅干しだよね。なんかあれらしいですよね。やっぱ梅干しが体にいいらしいですよね。夏バテ防止になるみたいなね。いいっすね。自家製梅干しいいな。どっち派っすか？しっかり梅干しの酸っぱさしょっぱさが強い感じの梅干しか、それとも甘い感じの梅干しか。自宅で作ろうと思うとやっぱりしょっぱい方になるのかな。甘い梅干しってそういえばなんか自家製で甘い梅干しってあんまりイメージないけど、どうなんすかね。来た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 。おほほー。オッケー。気分良き。よし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 。進んだ。長かったね、スポット見つけるの。よきよきよき。調査データアップロードする。何しろって。基地建てろってこと？違うわ。これか。ターミナルオーバーライド。なんだこれ。調査データはスペースアノマリーにアップロードする。マークしたアップロードステーションに移動する。現地イゲッテが。あれイゲッテが。こいつは回収新種だって。よし、じゃああそこ向かいますか。来週知り合いとパチスロ行ってきます。いいですね、パチスロ。何打つのワイの好きな台がね、もういよいよいろんなパチ屋から消えてるからさ、パチスロ織田信長の野望全国版っていうのがあったんだけど、あれがねあんまり古い台だからね、もうどんどんお店からなくなってってさ、近所の古いパチ屋に確か 1,2 台しかないんだよね。
そう、あれをやりたくて仕方ないんだけど、しばらく行ってないな、軍資金が作れなくて。田舎にはあれがあるんですよ、0.5 パチとか 0.1 パチとか、パチスロ何枚だっけかな。メダル枚数のあれがえぐい少なくて、すげえ長く遊べる。1000円あれば丸1日遊べるんだよね。もうずっと行ってないけど1年ぐらい行ってない気がする。またスロット遊びに行きたいな。ソードアートオンラインのやつがね、1回しか遊んだことなかったけど、スターバーストストリームだっけか、16連撃の演出をまだ見れてないから、もう1回行きたい。なんかキリトチャンスとかアセナチャンスみたいなのがあるんだけど、なんかその下の階のあたりにエギルとか別のキャラクターがいるんだけど、なんか知らんけどエギルチャンスしか来なくて、みんな主人公とかヒロインの演出見てわー楽しいっていうところ、毎回エギルばっかり。アスナとキリと仕事しないのにエギルが来ると大体当たりに入るっていう意味のわからない意味のわからない遊び方してたから、本当はねソードアートオンラインのパチスロね再チャレンジしたいんだけどね。あんまり行ってなかったので何が入ってるのか自分でも分かりません。ワイもねたまにしか行かないんですよね。これがねたまにしか行かないからね、たまに行くとねやっぱ面白かったりするんだよね。そう、いやまあね正直何も生まないのよ、パチンコンパチスロも。ただあれこそドパル、もうずっとドパドパドパって言いながらずっと遊べるからあずらさんチラー、こんばんはあずらさん、今日もありがとうございます。いらっしゃいませ。今日もねノーマンズスカイ楽しんでるんで、よかったらゆっくりしていってください。今日はですね何の目的もなくゆっくりまったり遊んでいく回でございます。とりあえず水銀ミッションね進めておりました。とりあえずその後に何しようかな。これやった後何しよう。お、こんにちはナーダ。あ、これナーダ宛てなのか。よし、じゃあ情報をアップロードいたしやす。 OK。 ガンダムとエヴァが好きでした。熱いよねガンダムとエヴァ。ただねワイねガンダムとねエヴァね全然実はやってないんだよね。パチンコパチスロどっちも弱いのよ。ガンダムとエヴァでね勝ったこと一回もないの。絶対勧められるんだけどね、人に勧められるんだけど自分ではねほぼやらない。なぜなら勝てないから。水銀もうやったの？今やるか。今ね水銀の2回目で、多分ねこれで水銀終わりだと思うっす。今日はね多分これで水銀終わりだと思う。あずらさん合流早い一瞬で合流だ。はい、ありがとうございます。合流確認いたしましたじゃあこのままスペースアノマリーに戻るのでね。よし、アノマリー戻るぜ。よしよしよし、国数帰還します。軍団よしよし、これで多分水銀ミッションこの2回で終わりなんじゃないかな。多分大丈夫だと思うんだ。でそうすると多分水銀の数が3000を超えるのかな。3000超えるから、建築素材かあと値段の張るもの何か一つ買うかできたら、次何するかゆっくり考える。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。これで水銀が3100だね。水銀が3100あるので、これでもらえるもの、エリゾチックコレクション、よいしょ。これか、さっきなったのこのミッションコミュニティリサーチ新コード。これが上がっていくといろいろまたもらえるようになるんだね。何最近はノマスカではなくアスファルトレジェンズをメインにしてます。何それ、全く知らないタイトルだ。さて何のアイテムが解放できるだろうか。
やっぱデコレーション、これかレベル3でアンロック、これが上がっていくといろいろ解放されるんだね。ミッションコミュニティリサーチどうやれば上がっていくんだろう。上げたいな、これアンロックしたいな。スタンドストーンピラーとか、この辺の石素材と植物素材、この辺あるとなんか装飾一気に幅広がりそうだね。この辺全部一気に開きたいな。マングローブのね、これもすごい良さそうだね。やっぱね、国風緑が好きなんで、自分髪の毛めっちゃ赤いくせにね。パッセルビートそういえばまだ開放してなかったか。あとみんなが使ってるね、この財団ステッカーとか、これも本当は開放したいんだよね。開放したいものいっぱいあるな。あとこれか。この小枝の茂み、これ万能なんだよな。これ開放できるとすげえいいんだよな。みんなで頑張るしかないので毎日ミッチをやりましょう。いや頑張ります。やっぱそれしかないんだ。それしかないんだな、これが。やっぱね、数こなすしかないわけですな。水銀がいくつあっても足りない。ほんとそう。いやマジで全く足りない。なんだこの産卵フードって。こういうなんかあれがあるんだ。これ3200だ。やっぱ装備関係は高いですね。装備はね、あんまり個人的にはね、外見にこだわりがなさすぎるせいで魅力をそこまで感じないから、ちょっと後回しかもしれない。ポスターはもっと欲しいな。あとこのとにかく植物だね、欲しいのは。あとはこのクラシックチェアとかデコレーションとか、この辺ね、こういうところもあれば便利だけど、バブルダクトはこの間開放したんで。あとこのセイルか、これがみんなコルベットとか建築とかですごく大活躍するよね、この辺が。ドレープとキャンバス、アシンメトリーカルセイル、オフセットセイル、フルセイル、この辺だね。これ開放して船作るのもありだな。もしくは次のね、新しいコルベット、ちっちゃいコルベット作りたくて構想ができてるから、この辺開放して少し構想を調整するのはありかもしれない。国和さん発見、見つかっちゃった見つかっちゃった合流了解です。ちょっと待ってね、この辺開放してから。いやー、開放したいのいっぱいあるな。こうやって見ると何がいいだろう。凍てついたプランターとか、寒いとこ限定みたいになっちゃうところはあるけど、本当に使えそうな、すぐ使いたくなるようなものは下の方から順番に開放したりはしたけど、そういえばあれだね、この辺のジェスチャーとかも開放してなかったね。全然開放してなかったや。これね、富士壺をね、これは開放します。最近これをひっくり返してテーブルにしてる建築をちらっと見かけたので、それを真似したい。あとこのホログラムガジェットとキューブガジェットか、これもねいいなと思う。あとロボティックコンパニオンとかね、おめでとうジェスチャーもいいな。ワーオもいいね。本当はこの辺のサンステステッカー開放して僕も喫煙所作れるように本当はしたいんですけど、まあおいおいにしましょう。コンパニオンが欲しい。開放でこいつとこいつ。 OK、 じゃあこれは今回はこれで終了。 OK。 来た。あずらさんお疲れ様です。今日もありがとうございます。何どうしたの？あずらさんありがとうございます。またいろいろありがとう。アイテムいっぱいもらっちゃった。いつもご支援ありがとうございます。やばい、ちょっとまたアイテムをいろいろ整理整頓しないと最近ね、整理整頓がねうまくいってなくてね、結構パンパンなんですよ。誰だこの人。
なんかノリのいい人がおるな。なんだ、なんか指さしてた。おお、でかっ。待って、なんでここにコルベットが。あれ、コルベットってここに止まるっけか。なんだこれ。新アイテムです。それくらいにする。あずらさんありがとうございます。大事に使わせていただきます。ありがとう。店主なんかチップ変更のバグかな。そういうことか。あれだもんね、本来だとここに来ないもんね。エーロンパーツが映えますね。やっぱエーロンかっこいいね。やっぱあれだね、パーツどんどん増やして作りたいね、こういうのね。よしと、ほんだらどうしようかな。一旦、国方さんよかったらこっちへ来てもいい？どっちどこなんか手振られたから手振り返そう。手で手振り返しとく。さて、どうします？どうしよっか。なんか飛び道具飛んでる。なんか飛び道具飛んでるよ。あー、ごめんね。配信中だから断るよ。私のマーカー了解です。ごめんね。申し訳ない。ごめんってあるかいこれ。とりあえずありがとうって言っておくか。申し訳ないね。配信中だからね。マーカーあれか。いざ参ります。そちらに合流しますぞ。こっち？これ？ここ？よし。かっこいい。ここでも見させてもらおう。ドリ。いやーかっこいい。レールガンかなこれは。かっけー、生かすー。これ見せたかったんだ。これめちゃめちゃいいですね。かっこよ。これすごいな。ちょっと今まであんまり見なかった感じのフォルムしてる。いいね。このごつさの出し方がおしゃれでね、今ね一瞬で気づいたんだけどさ、このお尻のフォルムと前のフォルムのこの形のね、デザインの違いの付け方、この傾斜の付け方がねすごい。後ろ傾斜つけて、前の方は四角の方が強い感じがね、いい。バランスがすごくいいね。某別ゲーからスターシティズンからサルベージ型の宇宙シップバルチャー。これバルチャーなんだ。こういう形なんだ。これかっこよ。いいですね。これいいですね。いいですそう。これちょっと待ってね。なんかね、フォグかな今これ邪魔してるのは。フォグとかビネットが邪魔してるのかもしかして。ブルームが邪魔してるんか。なんかあれだね。なんか随分スモークがかかってるな。いやーかっこいいね。やっぱコルベットだね。なんか久しぶりだね、こうやってコルベット見るの。中身も少しやってました。なるほどね。国が出てきて戦艦型だったら何でもいいですかってのはどういうことや。いっぱいあるのか、いろいろ。ちょっと中を見させてもらおうかな。どれいいね、植物いっぱいだね。いいね、酸素が美味しそうだね。ここにベッド置いたのいいね。やっぱね、ここ内装の置き方が上手ですね。やっぱね、よきじゃん。よきだよ。いいね。やっぱ内装がいいね。いいね。今回内装結構シンプルですよね。よき。グッドでございます。どうしようか。とりあえず場所変える？
せっかくだから、じゃあ、星に降りるか。せっかくもうみんなあれでしょ、そろそろおニューのコルベットがみんなそろそろ見せびらかしたい頃なんじゃないですか、皆さん。国風さん先に戻って、了解。じゃあ先に戻るぞね。よしよしよし。じゃあ今から国風の星に降り立つので、そっからやね。おっせい。ワイの船乗れるこれ。乗れる。よしよし。うん。私のコルベット見せるのはこれぐらいだけ。了解です。いや、いいもん見せてもらいました。やっぱいいね、コルベットは。やっぱすごいな、みんな。いろいろあるけど、まあそれは別の時で。了解です。じゃあコルベットの観覧会はまた今度にしましょう。次回のお楽しみでよろしくお願いいたします。わいもコルベット作りたいからね、次のやつ。次ね、ザリガニを作りたいんですよ、本当は。ただそれを作ろうと思ったら材料をどうにかしなきゃいけなくて、そこ悩み中。どうしようかなと思ってた。とりあえずだね、拠点戻ってからゆっくり考えよう。よしと。またコルベットの紹介するなら、私の最高傑作を見せるね。楽しみにしております。いやー、楽しみ。やっぱりワイも負けじとコルベット作らなきゃ。さあ、やりたいことがね、こうやっていろいろ増えてくんですよね。やりたいことというか、やらなきゃいけないことがね。これがノーマンズスカイのね、悩ましいとこだよね。悩ましいとこなんですわ。ね、補選作りたいけど、イメージが浮かばない。それね、補選反戦はね、難しいよね。ワイもね、憧れてるんだけどね、やっぱ作り方が全くイメージができなくて、困っておる。非常に困っておる。さて、どうしようか。部屋が暑いからちょっと換気しますね。よし。相変わらずね、防音室がね、こもるんすよ。こもるし、蒸れるしでね。汗かくんじゃな、これが。すごい汗かいてるよ。部屋クーラー回してるはずなんだけどな。防音室はね、冷風関係ないからね。だって、じゃあ、こっから何をするか。解放したいものは解放したので、そういえばワイさ、この自分の星の生物まだスキャンはし終えてない。あと2種類スキャンすると4000ナノマシンがもらえるから、それ探しに行こっか。せっかくだから。水中と地中にいるらしいから、ちょっとじゃあ探しに行こっか。見つかるといいな。こうか。今日はとにかく何でもやるって決めてるんでね。今まで後回しにしてた、おろそかにしてたものをちょっとずつ進めていったらいいんじゃないだろうか。さて、水中にまず1種類まだスキャンできてない子がいるらしいので、これ水生生物なの？カエル系かな？お尻プリプリだね、君。お尻プリプリだね。間違った。ケツを折ってしまった。すごいクラゲとイカの中間みたいな子もおった。あと1種類なんだけどな、水中生物。さっき水中生物だったよね。そうだね。あ、南部とかある。何これ？初めて見た。これね、北とか南とかの概念一応あるんだ。南部ってどういうこと？中の方を探すの楽かな。とりあえず星の南部探してみるか。どうすれば南部？これか。このマップで南部だから今この辺か。
じゃあ、こっちに行けばいいってこと？言われてみればさ、確かにこれ、上のさ、この画面の中央上の方にある案内表示にさ、ハウスとか、ウエストとかって書いてあるんだね。南ってノースだっけか。英語苦手。南って N で合ってますよ。学のなさが恥ずかしくて仕方がない。とりあえず南に飛んでみるとしようか。よし。国数南へ行く。いや、ノーマンズスカイやってて初めてかも。その生き物探すのに北とか南とかの概念を気にするの。サウス、ウエスト、ノース。こっちだね。こっちだよね。参ります。南部って言ってもどのぐらい南に行けばいいんだろうね。考えてみればこの星もさ、あんまりこの惑星自体も細かく探索した記憶ないね。あそこに拠点作ってずっと満足してたから、せっかくだからさ農場作るか。この星ってもともと動物結構いる星だった気がする。確か動物レベル5だからさ、多分動物結構いるんだよ。地面の方にも結構動物いるから、農場作ってさ、ミルクとかそういうのが振り放題になるようにした方がいいかもしれない。国和さんの拠点面白いね。ありがとうございますね。おしゃれでしょ。なんだろう、道の駅っていうか休憩スペースみたいなのね、イメージした拠点なんですよ。それいいでしょ。本当はね、あれなんだ、その船を止めれる場所の数をもうちょっと増やして、本当にみんなが気軽に遊びに来れるような場所にできたらいいなってね、最近思い始めた。それこそ最近ほら拠点の嵐が出たからさ、じゃあ自分の作った拠点がまたみんなの集まれる場所になったらいいなとちょっと思ったりもして。お、めっちゃ海だね。海上拠点作るのもありかも。なんかこの辺いいね。ね、見て見て。この辺にさ、この浮島に海上の拠点作ったらおしゃれじゃない？みんなどう思う？どうしようかな。ここにまた拠点1個作っても楽しいかもしれない。ちなみにここは南部になるのかな？地域的に。全然北部だね。全然。あれ、ノースって北？間違ったか。英語苦手に国がするとか N は北か。あ、そうだよね。地図記号でも N って北だもんね。S か。違うな。ノース北でしょ。サウスが南か。で、イースト。ウエスト。サウス。やっぱり逆だった。ね、ノースは北、S が南。サウス。お恥ずかしい。ノース北。申し訳ない。ありがとうみんな。国和、アホでごめんね。めっちゃアホだった。よし、じゃあちょっと飛ぼうか。ちょっと飛びましょう。ちょっとまったりしすぎたから宇宙空間からギューンって飛ぼうね。一気に飛びましょうね。ポッピンじゃーん。ダン。
この辺だったらいいんじゃないかな。オッケー。この辺が多分いいね。南だね。オッケーオッケーオッケーはい、この辺です。この辺だよ。お、なんだあれ。わー、すごい。そっか、水中にもあれ生成されるんだね、墜落船が。パンダさん、ごめん、時間の都合で一席だけ見てもらっていい？いいっすよ、いいっすよ、もちろん。じゃあちょっと地上に降りますね。いや、水面の方が見やすいのか、この場合だと。なんか適当なところに一旦降りよう。その辺がいいな。あ、この辺でいいな。あ、待って。危ない。落ちるかと思った。はい、パンダさん合流確認しました。いらっしゃいませ。じゃあパンダさんが準備できるまでの間にちょっとお魚探しとこうかな。さて、お魚いるかな。お目当ての水中生物はおるかいな。こいつ身が乗っててうまそうだな。身が乗っててか油が乗っててうまそうじゃん。さて、パンダさんはどこかな。向こうかな。よし、じゃあ海の探索だ。あ、アズラさん、ここで拠点設置してもいい？あ、いいですよ。拠点置いてもらって大丈夫ですんでね。皆さんも拠点置きたい人はね、なんかちょうど良さそうな場所に自由に拠点置いてもらって大丈夫なんでね。いい感じにやっちゃってください。いつも遊びに来てくださってる方だったらもう全然 OK なのでね。ぜひぜひ拠点置いてってください。いやー、魚あと1種類なんだけどな。南の方に来てるはずなんだけど現れないね。あと1種類だからすぐだと思うんだけど。悩ましいね。この辺のものはだいたいスキャン終わってるもんね。多分石とか植物とかももしかしたらスキャン終わってないのがあるのかもしんないけど。危ない。深海の危険生物がこんな浅瀬にいると思わなんだ。いろんな資源手に入るね、この辺も。これはキャンドルケルプ。なくても困らんいやー、見つからないね。あと1種類なんだけどね。もしかしたら相当レアなのかもしれない。今釣りに行って海辺で生け捕りにちっちゃいカニ解剖してるので今日は行けないかも。あとロック解除してもらってスマホで見てます。今そっか、リアルの方の釣り行ってるんだね。いいじゃん、楽しいじゃん。どうだ、釣りは堪能してるかい？釣り面白いよね。ね。ちっちゃいカニだとなんだろう、石ガニとか岩ガニかな。堤防のとこに張り付いてるカニだったりするんだよね。あれね、味噌汁に入れると美味しいんだよ。下処理必要だけどね。味噌汁入れても美味しいし、なんだろう、まだ大きくなりきってないまだ殻の少し柔らかいちっちゃいカニとかだとそのまま素揚げにして食べたりね、しっかり熱通すと殻まで食えたりするから、そういうのもねありだと思う。美味しいんだよね。ただ寄生虫とかには気をつけるんだよ。
お腹壊すからね。国風はそれで前にお腹壊してるからね。うん。いいね。釣りは最高だよ。俺も釣り好きだからさ。いや、マジであれだね。水中生物あと1種類全く見つからんのやけど。悲しいな。パンダさん到着了解。じゃあ今合流しますね。この緑がパンダさんかな。なんかすげえ豪華や。めちゃめちゃ豪華だ。今行くぞおしゃれだな。なんかまるでアトランティスから迎えが来たようじゃないか。いいね。デザインコンセプトがすごいいいっすな。なんかすごい荘厳な感じがする。すげえ。じゃあちょっと早速乗船してもいいですか。あ、マコノさんこんばんはいらっしゃいませ。ありがとうございます。今日もノーマルスカやっていきますんでね、よろしくお願いいたします。パンダさんお邪魔します。乗せてください。おしゃれー。めっちゃおしゃれだ。やべえ、隙間はまっちゃっためっちゃおしゃれー。あ、すごい。銅像というか黄金像がおしゃれだー。素晴らしい。どうしようかな。じゃあちょっと国風邪魔にならないところにちょっと姿を隠しつつカメラが飛びます。コルベット界ですか。いや今のところはね、まったり界ですね。コルベットは紹介したい方に関しては今なんかフリーで飛び入りで見せてもらってる感じですね。久しぶりに何の目的も設定しないでゆっくりプレイしてるところでございました。いいね。なんかめちゃめちゃ良いですね。ちなみにコンセプトはなんか船っぽく見えるけど、なんかこういうコンセプトの乗り物なんか他のゲームでも見たことあるな。飛空艇とか、いわゆるなんかオールをイメージした装飾とかね。後ろもこだわってるよ。後ろの装飾こだわってるね。いいっすな。ここにほらコアパーツがある。あ、エイロンシールドもいい味出してますね。いい感じだ。要は念仏台解剖しました。念仏台って普通にうまい魚じゃなかったっけか。違うっけか。いいね。念仏台釣れてんのいいね。あれじゃ堤防釣りじゃなくて船釣りか。堤防釣りじゃなくて船釣りの可能性があるのか。なるほど。久しぶりにコルベット見せに行ってもいいですか。もちろんいいですよ。ありがとうございます。まあいろいろごっちゃすな。いろいろごちゃ混ぜにしてる感じですね。あ、釣り照明を逆さまにつけてるのか。このちっちゃいランプみたいなやつ。これいいですね。この付き方。いいな。やっぱみんなエーロンパーツの使い方がうまいんだよな。あとこのね、エンジンみたいなやつの使い方がみんなうまいんだ。あ、この床あれか。光る床だ。みんな結構上手にこれ使ってるんですよね。良いですね。これ非常に良い。操縦席のね、存在感のね、違和感のなさがね、すごい。これすごいいいな。あ、堤防釣りか。いいね。堤防で念仏台か。やっぱり地域の釣れる魚は全然違うんだね。東北だとね、念仏台ってそんな釣れないんじゃないか。あんまり聞いたことないんだよな。この堤防釣りだとね。いいな。唐揚げも刺身も美味しかった。いやー、素敵。いいね。襲撃。あ、強襲突撃艇のつもりが観覧船に、ね、いい感じ。空気感がめちゃめちゃいい感じ。
ね、乗れる場所いっぱいあるもんね。植物いっぱい生えてるもんね。この上全体がくつろぎスペースみたいになってて、ちゃんとソファーまで。ね、ここめっちゃくつろげるもんね。真ん中の船のパーツすらも、くつろぎスペースのアクセントになっているというね。素晴らしい。教習の船だからやっぱりね、ここから外が見れる空間がいっぱいある。あれくつろぎスペースじゃね教習のつもりが、これもくつろぎスペースじゃね。いいねー、これ。制作あるある。作ってる間にコンセプトがちょっとずつ変わっていくパターンのやつ。楽しいからね、やっぱり。よし、じゃあ中見ていきましょうか。お邪魔します。さあ、どっから入ればいいんじゃろうか。とりあえず上からでよろしいか。上からお邪魔してもよろしいですか。あ、こここう敷いてるのか。ああ、これいいな。ここから見るとこれすぐ収まりいいですね、これね。上手使い方、これ。で、これ肉球ステッカーがこれピンク色、赤襟のピンクなのが意外と合うんだよな。パン。下手くち下手くそなんだ。いつも通り。着地。OK。お邪魔します。何これ。こんなアームパーツあったっけか。何これ。あんま知らんパーツかもしんない。おい、灰皿が自分で自分の頭つついてる。おもろいな。いいですね。ここにセーブポイントがあって、ここも教室ですね。このアームパーツ何？この超万能なアームパーツ。あんま知らんパーツやん。いいな。欲しいかも。機会があったら頑張って手に入れよう。窓から見る景色はまた一味違いますね。よし、じゃあ上の階を見させていただいて。キューブパーツってこんな感じなんだ。さっき解放したけど、そこ中心にこんな感じで回ってるんだ。いや、これいいな。今度真似しよう。目隠しスペースがあって、くつろぎスペース。ちょっと VIP 席な感じだね。マジか。カーペットテーブルにしてんのか。これセンスいいっすな。カーペットこうするとテーブルになるのね。無効になるな、これ。で、両サイドにコンテナと装飾も並んでていいね。いいね。荷物が詰まさってるね。好き好き、こういうの。生活感ありなの好き好き侍。サンプルも並んでおりますね。いいね。こういう空気感の演出がこういう細かいところになってるのがね、好きなんですわ。その後方席があって、おや、この先は何かな？始まったな。いつものやつや。今日、ちょっと待って、パンダさん、この配信に配慮して今日植えてないんだね。なんか、毎回国風が口を酸っぱくして言ってたから、配信にだいぶ配慮してもろて、今日は植えてないっすね。ありがとうございます。配慮していただいて、これで赤版は回避されました。これでアカウント版はね、回避されました。ありがとうございます。配慮が行き届いている。もう座ってる。お邪魔しております。船また隅々まで見させていただきますね。今度こっちの方を見させていただきます。このテーブルやっぱいいな、やっぱり。この上にこのマルチツールアーカイブ乗っけるのやっぱバランスいいんだね。ここはあれなんだね。個人の部屋なんだね。私室。灰皿かいこれはやっぱり。自分の部屋に灰皿がある。喫煙者かな喫煙者かな。やっぱこのベッドいいないいね。やっぱ生活スペースがなんか一箇所にまとまってるとすごいいい空気感が出ますね。こちらは
生活感。これロッカー3つとかあるってことは、これやっぱ複数人で住んでる感じかな。こっちにもベッドあるもんね。広いスペース。じゃあやっぱ複数人でこれ共有してる船なんだ。そういう感じだ、これは。いいね。こんなパーツあったっけか。テーブルか。そんな感じのパーツだっけか。これもなんかいいね。インテリアとしてまた味がある。いいね。各階にこだわりを感じるね。ミッションレーダー先生にと、ここは実用性だね。景色いいね。そのお年頃の背中がここで見えるのがまたいい感じ。いいね、いいね。テーブルとこのさ、立体マップマジ相性いいね。これでワンセットだもんね。いい感じだ。上に行く階段2つあるんだ。あ、なるほどね。こっちが外ね。こっちが外で、こっちがその上の観覧席ね。なるほど。いいっすね。ここもしっかりくつろぎスペースですな。いい感じ、いい感じ。カメラが飛んじゃうからね。そう。このカメラ飛んじゃう問題だけはどうしてもね。いいじゃないの。良きですね。反対側はやっぱこのギャラクシーマップいいよな。ギャラクシーマップすごい使い勝手いいからね。これもね、どんどん活用していきたい。あえて天井に触れてるのがミソですね。すごくいい感じ。こんな感じです。ありがとうございます。いいもん見せてもらいました。コルベットはいいね。コルベットはいいぞ。いや、パンダさんありがとうございました。いいもん見せていただいた。いいもん見せていただきました。これもともとこんな銃ついてるっけか。ありがとうございました。そっちの方にまた新しい船が止まっておりますな。じゃあ今度はそっち見せてもらいましょうかね。飛んでくよ。国風参ります。ザバ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 。誠さんのすげえ方針めちゃめちゃでかい。あ、すげえパーツが宙に浮いてる。いいな。これもおしゃれだね。まだ3席ほどあるけどまた次回いっぱい用意してるね。また次回でお願いいたします。読み込みがまだ足りてないのか。ちょっと読み込み待ちだね。ちょっと読み込み待ちますね。両替に時間かかります。了解です。じゃあその間にどうしよう。魚探そうかな。実はね、生物のスキャンをね、間に合わせたくてちょっと星の探索をしてたんですけど、水中生物がね、1種類見つかんないんですよ。もしかしたら何かの都合で全く見つけられないバグか何かになってるのかもしれないけど、ワンチャン見つかったらいいなと思いながら、時々探索しながらね、今日は見ていくんでね、よろしくお願いいたします。よいしょい、よいしょ。あとなんだっけ、地上生物だか地中生物がね、1種類まだ。これだね。あ、でも希少なんだ。こいつと、あとは地中に1種類。どっちもこっちで見つけられるかな。どうだろう。ああ、かっこいい。すげえな。いやー、かっこいいね。いいね、ごついね。パーツ数がとんでもないことになりました。フルスペックだね。フルスペックっぽく見えるね。いいね、光の感じがすごい綺麗だね。腹の下のお腹の下に見えるパーツなんだ。エーロンパーツか。なんかお腹の下のパーツが随分ギラギラしてるね。あそこ気になるな。いいね、赤い光がね、すごい映えてるね。ウッドだね。あと方針。この方針が熱い。なんか遊戯王でいうリボルバードラゴンを彷彿とさせるデザインだね。好き。めっちゃ刺さる。
情に刺さるデザインでございます。秒がまだかかるかな。これもう秒が終わってんのかな、どうなんだろう。あれコーナーテーブルか。テーブルってマジ万能だな。水中生物もう一種類どうすれば見つかるだろうか。まあ、ずっと水中にいて一生スキャンし続けるっていうのもなきにしもあらず。よし、だいたい秒ができそうですね。了解。じゃあ乗っちゃっていいですか。いや、すいません、お邪魔します。届くかな。乗れんかったわ乗れんかった。よし、ちょっと待ってね。後ろすごいね、これ。これ乗り口すごいね。これさ、乗り口これでしょ。これすごいね。お邪魔します。ちょっと待った。これはすごすぎん。みんな見えてるか。ちょっと待ってね。出入り口から。こっから見るとまずこれ見えないじゃん。これを、こっち乗り口側から見ると、こんな感じでシールドが貼らさってると。いいね。だいぶ乱雑な感じでこうデータシールドが貼らさってる感じですよ。こっから中に入ります。中に入ってからが圧巻だよ。あそこに天井もあるし。お邪魔します。みんな見て、これ見える？圧巻の出来。これカメラ飛ばすとね、カメラ上下しちゃうんだよね。水面だと。天井の高さすごいね。いや、これマジですげえ。どうなってんだこれ。これすごっ。ちょっと待って、ゆっくり見たいこれ。防御ユニットとね、回復ユニットがここに置いてあって、カワリングの付け方上手だな。なんかすごい広い空間かと。うわー、おしゃれー。しかもあれだ、置物系のパーツとかも拡大して、すごい壁の装飾として一体感が出てる。これリングタイプの照明か。歯車でしょ。埋め込みうまっ。これなんだと思ったら、ここ緑のライトで下から照らしてんのか。すごいグリーンの水槽がなんか見栄え違うなと思ったら、そういうことだ。緑に緑足してる。デコレーションパーツで作りました。これセンス良い。これセンスいい。あと上のこのなんだろう、なんて楽器じゃなくて、研磨機じゃなくて、エンジンモジュールじゃなくて、これのね配置もすごくいい。何がすごいって、これあったかい空間。これもすごいね。この暖かさ。あ、カジノじゃん。誠さん、これカジノでしょ。ここでいらっしゃいませするんでしょこれ。ここでコールとかベッドとかやるんでしょ。これすごい。コンセプトがすごいしっかりしてる。これめっちゃいいね。内空間はほぼ全てデコレーションパーツです。これすごいね。ありがとういや、こちらこそだよ。これこんな素敵なものを見せてもらって、これめちゃめちゃすごい。テーブル黄色にするだけでこんな赤い床とマッチングするんだ。いや、あとこれもすごい。このライト壁の装飾にするの、この発想がめちゃめちゃいいね。ああ、この旗のパーツもこれ付け方できるんだ。これ休憩スペースも出た。これこの黄色いランプを後ろにつけて、この反射光をね、
たかもこのオブジェクトがその色で光っているように見せるこの反射光の配置、このセンスの高さ、二重丸どころじゃない、めちゃめちゃセンスが高い。あたかもこのパーツが黄色く光ってるように見えるけど、後ろの黄色いランプの光の反射のポイントがうまく被るんだよね。これセンスいいなマジで。で装飾、これ光ってんの、これもしかしてどっかに白い光埋め込んでるのか。上かな、もしかして上の光源かな、もしかしたら。うわセンスいいな。違和感なくここに埋まってる感じ、このボリューム感、この種類のパーツ数、こんなまとまった感じで設置できるのはマジですごい。ここ休憩スペースだ。これおしゃれだね。これ何？あ、これあれか、拡大縮小グリッチでテーブルちっちゃくしてるのか、もしかして。すごいなんかトロフィーみたいな感じでテーブルが設置してある。おしゃれだねこれ。これもあれでしょ、サイズ変わんない、パーツのサイズ調整してるでしょ。見に来て。いやめちゃめちゃいいよ、すごいよこれ。じゃあ誠さん、このコルベットはまた次回みんなで集まるときに全員で見れる状態のタイミングでまたもう一回見せてほしいですね。これは今日またじっくり見てはいくんだけど、これパイプの使い方がみんな上手だね。普通に小さくなります。あ、このテーブル普通にちっちゃくなるんだ。すごいな。みんな使い方がうまいな。こっちはバーかな。こっちはあれがカフェスペースかな。待って、このガスコンロすごくない？違う、これ栄養プロセッサーだ。ぜひ、こちらこそ本当にぜひありがとうございます。栄養プロセッサーってガスコンロなんだね。うわ、めっちゃいいこれ。今度これ真似しよう。いや、ここめっちゃ飯出してくれるじゃん。なんか見たことないパーツとかちょこちょこ入ってくるの、これマジでいい。すごい。この空間、上の方みんなあれじゃん。ボディの修理スペースというか、あれを斜めに設置してんだ。センスいいなぁ。水槽だ。下は待って、植木鉢ってそういう使い方できんの？みんなこれ分かる？これ植木鉢あえて斜めにしてぐるっと植物のリングを作ってる。これセンスよ。自販機だ。ロッカーだこれ。うわ、これすごい。みんな見て、これすごくない？この自販機のクオリティ。びっくりした。いつか自販機作りたいなと思ったんだけど、完璧じゃんこれ。ちょっとごめんね、遠くから一回見るわ。ほら、近くから見たら完全に自販機。近くから見ても完全に自販機。うわ、びっくりした。どの角度から見ても自販機だ。うわ、これすげえ。動きのあるパーツを優先的に使って賑やかにしましたね。これがね、すごいの。意外と気にしないで見てなくても、こう見た時にさ、視界の端で動いてるものだから、あれがすごいんだよね。あれも動いてるし、これも動いてるし、あれも動いてるしで、だから空間が生きてるんだよね。なんだろう、すごいここにいるだけで生活感があるというか、動的だからさ、この空間自体の時間が流れてるのがすごい肌感としてわかるんだよね。なんだろう、動的じゃないオブジェクトでさ、部屋作るのもね好きなんだけど、この動的なパーツが全体に散りばめられてると、部屋の隅から隅までが意味があって動いてるっていう演出ができるんだよね。そう、全てが動いてる、全てが必要でここに置いてあるって演出がそれで生まれてくるから、それがすごい。かといってこうやってさ、動いてない、動的じゃないパーツで作られたこういう装飾もさ、もう我らのイメージとして自販機はもうそれで仕事してるイメージがあるものだからさ、これがドンとあるだけで、あ、これ自販機だって認識した時点で存在感がすごいじゃん。これはちょっと匠の技ですぞ。これはこういうのもあるね。
この辺もなんかいいね。データスペース。あ、なんかここからデータ引っ張り出してんのかな。これもセンスいいな。データベースの中からここからなんか配線とかがつながってやり取りしてんのかな。センスいいねこれ。あ、見てこれ。このパーツの名前忘れたけど、このなんか釣りのカプセルみたいなこのパーツをなんか配管というか装飾の立体感として演出してるの、これうまい。めちゃめちゃうまい。いいね。こういう細部にこだわってるのがねめっちゃ好き。あ、街灯だ。アトランディウム灯だ。馴染むねこれ。足元のパーツが空間全体が明るいからさ、ちょっとこれすごいね。誠さんのコルベット、これ一機で復習組めるんじゃない？マジですごいな。ちょっとクオリティが、このさ、みんなこれ見える？うちのバーにも自販機をメモやっぱそうなるよね。真似したくなるよね。久しぶりに自分の海上基地で釣りしよう。それもありだね。やっぱ釣りしたくなるよね。わかる。人が釣りしてると自分も釣りしたくなるよね。マジですごい。これさ、初めてノーマンズスカイ遊びに来た初心者さん見たら、これ作りましたって言われてもちょっとわかんないよね。どっからどこまでを作ったのかって想像ができないレベルのこの完成度。もともとこういう内装の船ですって言われたらなんかそれで納得しちゃう。てかおけつのパーツこれか。すごい一瞬分かんなかった。この空間に馴染みすぎて。これがあれだね。コルベットの最後尾だね。本当の。お邪魔します。これマジですごい。ハッチの扉がここにあるんだ。見てこれ後ろから見てもさ、この壮観だよ。操縦席があると。いいね。この操縦席から、待って、この操縦席にケツつけて、ケツも1個つけてんだ。いいね。非常にバランスが良い。そうか、ここでもハッチ操作ができるんだ。おもろいねこれ。この構造めっちゃいいな。ほら、ここにも装飾があるわけですよ。本当に細部こだわってるね。めちゃめちゃいいねこれ。操縦席もねただあるわけじゃないっすよ。よく見たらほら、データステーションがあって、水槽があって、このちっちゃくしたやつここに設置してる。見れなかったら気づけなかった。あ、七星さんこんばんは。いらっしゃいませ。今日はね特に目的を決めずに遊んでたんですけれども、今誠さんのコルベットの内装を見させてもらってました。とにかく転換だけ見せに行ってもいいですか？いいですよ。で今ちょっと用意していただいて、その間に内装まだ見てないとこあるんでね、こっちをもうちょっと見させていただきますんでね。多分その間に描画も終わるんじゃないかな。でっかい船でも。ハッチは坂道として使ってます。これいいね。しかもこの登ってもう一個登る感じ。あ、これ地面下にくっつけてんだ。うまいね。海の技が光りまくっておる。でね、ずっと気になってたところ、ほらロープあるでしょ。このスロープを登ってみないことには。ほらこのね緑の使い方。植物を置いたら緑のランプでこのグリーンのね発色を良くするっていうこのテクニックもやっぱ光ってるね。コルベット鑑賞会ですか？いいですね。やっぱコルベットは最高ですよ。コルベットは最高だぜ。お、コンパニオンくんいるね。こんにちは。やっぱいいね。動的なパーツの使い方がマジでうまい。ここにベッドがあって、ここいいね。くつろぎスペースだね。ここ良きですね。高いところにくつろぎスペース置いてあるのはすごい良い。だね。ベッドの後ろにグリーンが置いてあるとやっぱ空気感いいね。雰囲気変わるね。これか。壁の方のパーツとか。これはあれだね。このパーツの根元のパーツがそのままこれだけか。いや違うな。いろんなパーツ組み合わせてあるんだな。このディスプレイパーツなんだろう。なんだろう。これ壁とかにつける収納ボックスじゃなくてそれ系のパーツだ。この天井全部。うわ、これもセンスいいな。これ何がね、この
エーロンパーツの赤いラインがね、こうチラッとこうラインをねこう演出してるのが肉らしいですよね。これがまたねおしゃれだな。こんな感じで中にチラ見せできるのマジでセンスいいな。いやめっちゃいいな。これもデータステーションか。データステーションを壁に使うとめちゃめちゃおしゃれですねこれ。壁のパーツとして演出としてすごくおしゃれになる。しかも中にも動的パーツでまた同じやつの中に埋めてんだ。すごい。どこに視線を飛ばしても全く飽きないのがすごい。いやいいですね。これはいいですよ。どれどれ、これ見て、どれどれ。なんか音バグった。音がバグり始めた。このパーツこれなんだろう。パイプ一本通してんのか。なんかいるな。とカットやってなんだ。なんかおるぞ。何かおるけど見えないな。何がおるんやろ。何かありそうだがうまく見れない。このトカテやってなんだ。これ選択しちゃっていいのかな。あ、ワイを選択できないや。あ、待って。なんかね、みんな大丈夫？なんか音バグってて、なんかずっと音声がザリザリしておかしいことになってるんだけど、ワイだけかな。みんなのスピーカー無事かい？音の異常があったらみんな教えておくれ。音がなんかザリザリしてる。ヒマジンさん、宇宙からダイレクト突入。ビッグエントリー。この屋根パーツの使い方もうまいね。上から見るとまた変わるね、印象が。この広い空間がさ、その中に赤い球体生物入れました。そういうこと？ちょっと水槽みたい。あ、これのこと？この中の球体って本来ないのか。本当に細部にこだわってるな。そっか、この中の丸って本来ない丸なんだね、これね。これも技ありですね。技光りまくってるね。音がすごいよ。外装も頑張りました。よし、じゃあ今度みんなで外装見ようぜ。なんか音がバグり始めてるから落ちるかもしれないけど、落ちる前にちょっと頑張ってカメラ飛ばしてみよう。なんとかね、上に上陸したいんだけど、船がでかいから、このまま一回カメラ飛ばしてみるか。ワイがね、多分真ん中に、本来のなるべく真ん中に乗って、こっからカメラを飛ばす。では、外装を見させていただきます。お、かっけえ。キマジンさん、うわ、耳が。やっぱり音おかしいね。音声ザリザリだ。みんなこのまま続けても大丈夫？耳しんどい？もしかして。ワイの方でもね、ゲーム音声まあまあザリザリしてるけど、なんか映像もついてるね。めっちゃおしゃれだね。ちょっとごめん、誠さん、その配信がね、ちょっと重たいからサクッと見ていくね。本当はもっとよく見たいけど、皆さんご覧ください。この複雑な造作。存在感がすごいね。重厚感がすごい。何がすごいってさ、この重厚感のあるごつい見た目に反して中身がめちゃめちゃ広いのがすごい。本当に匠の技だね。で、内装の壁こだわるとさ、外装の方がどうなるかと思ったら、パーツが上手に折り重なってて、中の空間演出の方に力が入ってるかどうかっていうのをね、悟らせない構造になってる。凝ってますね。本当めちゃめちゃ凝ってるね。めちゃめちゃ凝ってますね、これ。すごいですよ。ケーブルパーツとかも多分、なんかパーツ数が重いのか。これもしかしてめちゃめちゃ重いんじゃね？もしかして。ねえ、うわ、耳が。
音源が多いのかも。それはあるかもね。音発生するものがいっぱいついてる可能性あるね。なんか、ああいう装飾パーツとかもそれぞれが音発生するから、音がいろいろ被ってんのかもしんない。その可能性あるな。いや、この方針がめちゃめちゃかっこいいですね。あ、しかも、方針の周りだけエーロンパーツのカラー変えてるでしょ。これ黄色ベースかな。いいね。このね、細部がね、この細かい、このパーツの色使いがやっぱいいですね。で、これはちっちゃい砲台もありつつ、おしゃれだね。で、手法の表現が素敵。ね、これめちゃめちゃかっこいいですよね。この先端とかのパーツの使い方がね、マジでうまい。これちゃんと中まで貫通してるのがね、めちゃめちゃかっこいい。見てほしい。ちゃんと真ん中ね、貫通して奥が赤いんですよ。耳がそろそろ限界か。限界だ。よし。ごめん。誠さん、ありがとうございました。ごめん。ちょっと限界かもしれない。音がやばい。やばい。脱出します。ごめんなさい。もっと見てたいけど、ちょっとね、これは影響が強いね。そっか、音の出るパーツ、集結するとこういう弊害が出るのか。また一つ勉強になったな。なんかあれだね、アイテムのことの、音消したりとかできればいいのにね。あの船は危険だ。意外とあれだよね、他の人のさ、惑星の環境とかさ、みんなで集まって負荷かかってる時にまた、船の状態見ると少し状況変わったりするよね。多分、普通に遊んでる時は、こういう音のバグとかなかったでしょ。こういうこともあるんだね。ノーマルスカイ奥が深いね。おもろいね。いや、ありがとうございます。いや、もっとよく見たかったけど、この距離だと反対側のカメラ飛ばねえんだよ。あと分厚いね、やっぱりね。船にすげえ高さがある。いやー、いいね。ありがとうございます。あと、あれがいいね。コルベット。地上か空中に停泊してもらってもいいのかな。どうなんだろう。お、これは X で前見せてくれたやつじゃないですか。かっこいいね。着水綺麗だ。すごいね。なんか本当に水の上に綺麗に着水してる。すごいね。造作にこだわりを感じる。空母が来たー。空母熱い。やっぱ空母タイプはかっこいいっすな。ちゃんと上に船も止まってますね。よし、じゃあちょっと、すみません、お魚探しながらで申し訳ないけど、ちょっと船に向かわせてもらいますね。船に上陸したいお年頃。で、ついでにお魚を探したいお年頃。私事ではございますが、まだスキャンできてない生き物を実は今日探している途中でございまして、それを探しながら行きたいところ。環境音少ないところならいいかもしれませんね。確かにそれはあるかもしれない。音の少ない環境で生き物もいるからね。船も飛ぶし。やっぱり月面基地だな。次月面基地で今度もう一回ゆっくり見ましょう。その方がいいかもしれない。あとは Y 本人が中に乗り込んだから音全部拾ってたから、船の外からカメラ飛ばせばもしかしたら音の方は大丈夫かもしれない。なかなか綺麗な星ですね。ねえ、いいですよね。これは、誰に見つけてもらったんだっけ。リエさんか、レトナガさんか。確かY が楽園の星が欲しいって言って、探しに行った時に、一緒に探してもらって見つけてもらった場所なんですよね。確か。それからずっと気に入って使っております。いい星なんすよ、ここか。楽園ですからね。ヘラクレスオオカブトが、アルビノのヘラクレスオオカブトが飛んでる星です。ほらほら。アルビノヘラクレスオオカブトがね、ありえん数いる星なのでね。では、空母の方、
見させていただきます。じゃあ外側から行きますか。せっかくなんで自分の姿を隠して。失礼します。待って、ちょっと待って。まずこれ見たい。ガトリング砲じゃねえこれ。ついにガトリング砲まで来たか。すごいね、やっぱり。この空母は、あれ、ヒマジンさんの空母でよろしいか。すごいね。ちゃんとマシンガンや。ライトもあり、マシンガン。上の方に弾が入ってるのかな。いやー、やっぱりこの船の装飾欲しいね、宇宙船の装飾。空母作るときにこれがあるだけで随分空気感が変わるね。わしのです、さすが。この辺のコルベット作らせたらやっぱヒマジンさんはやっぱりいいね。やっぱり頭一個抜きんでるね。いいガトリング。ね、これセンスいいね。パッと見た瞬間に、わ、ガトリング砲だって一発でわかるもんね。いいね。一発でガトリング砲わかる。68。ステッカーの使い方もね、バッチリだよ。この辺すごいいい、すごい好み。そっか、この窓、この配置にすると意外と違和感ないんだ。これも上手。技ありだね。何がね、これおしゃれかって、これ、ほら、上のさ、上1段、2段って言って、窓つけるけど、ほら、この3段目はあえてサイドに窓つけずに、このボディに一体化させるというこのデザインのこだわりを、これセンスです。これは腕ですね。完全に職人の技です、これは。おしゃれだなぁ。すっげえいい。やっぱこのカラーリング、王道カラーリングは外さないですね。やっぱりあれだね、この空母型はやっぱりその大和型からインスピレーションを受けて作る人多いんだろうけど、やっぱこのカラーリングはね、やっぱそっから持ってくるよね。ワイも日本人だからこのカラーリングが好きなんだよ。見て見て、ほら、これ見よがしに上に乗ってますよ。プリズマティックコアがね、乗ってますよ。こんな感じです。いいね、おしゃれだね。やっぱあれだね、この空母のさ、ステッカー使ってこの飛行ラインをちゃんと印字してるのがマジでセンスありだと思う。すごいね、この68っていうのも一応コンセプトあるのかしら。60。数字がね、左右対称に近い感じなのがまたいいバランス。ここの先端も見たいな。この辺のパーツは埋め込みかな。またこのステッカー使いが上手なんだから、違和感ないもんね。離れてみたときにこのワンアクセントがね、結構ね、いい味出すんだ。アクセントがすごいいいね。僕から見たときにね、一個一個のアクセントがね、それぞれ光ってるのよ。これセンスだね。いや、さすがですな。この全体のシルエット。上の方は空母でさ、かなりシンプルな構造。やっぱ空母だからね、上の方は無駄のない構造になってるんだけれども、下の方にね、ちゃんとくびれがあるんですよ。皆さんわかりますか？やっぱり船はね、宇宙船に関してはね、途中でくびれがあるとね、色気が出るというか、先端の方のね、この段、1段、2段、3の段をつけて、かといって、下の方の水面を切るためのパーツはちゃんと1個ニョキッと先端が突き出てる。これはやっぱ外さない。これで戦艦感がね、ぐっと増すというね。うん。リズマティックコアってパーツとして入手できるんだ。これって確か、なんだっけ確か順位付けされた時の3勢力の中で一番数値の良かった勢力の人がしかもらえたやつですよね。このプリズマティックコアって。違ったっけかなんかそんな感じだった気がする。だからこれは優勝報酬というか、そんな感じだった気がする。だから持ってる人と持ってない人いるんじゃなかったしたっけ確か。だからこれ僕持ってないんですよ。賢者ボロ負けだったんで。賢者不真面目すぎて全然そういう報酬もらえてない。一般報酬しかもらえてない。いいなこの後ろのバランスもめちゃめちゃいいね。居住区は少ないです。今回居住区少なめなんだ。七星さん、プリズマティックコアはフレンドからもらったやつです。あ、これもらったんだ。
そうだよね。旗緑だから賢者だもんね。で、なんとなく思ってたけど、もらったんやね。あれ一応コピーできるんだ。そっかそっか、コピーできるんだね。次回のイベントでは頑張んなきゃいけん。復刻ではさ、さすがに全員に配布されんじゃねえかな。さすがに復刻ではそうなってほしいけど。いいね。ブースターが3連だね。これも良きだね。キノコ邪魔だぜ。いいね。素敵だわ。よし、じゃあ今度は内装見ましょうか。お邪魔いたします。賢者悲しい。いや、賢者は悲しい。だって、これはね、やってなかったから仕方がない。やらなくてもいいかなと思ったけど、まさか最後でこんな差がつくとは思わなかった。報酬としてね。賢者といえば聞こえはいいけどね、要するに横着だったっていうね。そんな話ですよ。ダックスフンドさん、こんばんはいらっしゃいませ。ありがとうございます。ノマズスカやってましたんでね、どうぞお付き合いください。今日もね、ゆっくりペースで今日も目的を決めずに遊んでたんですけど、皆さんのね、新作コルベットをね、今、見せてもらってました。やっぱいいね。なんか階段引っかかるな、ここ。いいね。ここ、後ろ広いね。やっぱ、両サイドの窓だとやっぱぐっと空間広くなりますね。よきよきよき。ここがね、バランスいいんだよね。ここが最上段かな、もしかしたら。ちなみに今防音室の扉開けてるのでね、ちょっとこしょこしょ声で喋っております。上の段は入れないのか。これそういうことか。上の段これ装飾なんだ。気づかなかった。どういうことね、これ上の中って装飾の中にギチギチに詰まってるんだ。なるほど。こういう使い方もありか。ちょっとこれ勉強になるな。だから遠目で見た時の印象が違うんだ。内側から青く光ってるから。それで見た目が違うんだね。いいね。こだわり感じるね。おしゃれだ。このコックピットの形が意外とこの窓枠の形と馴染むのがね、意外と発見だった。このね、絶妙なバランスの取り方がすごくって。ここの窓が1個ついてることによって、このコックピットからこの滑らかなラインをね、こう印象づけるから、これがね、装飾のワンクッションとしてここの収まりを良くしてるのがね、めちゃめちゃ上手ですね。見て、ほら、暗くなったらさ、また青い光がぼやっと光って、これがまたセンスいいっすね。いいですね。ここに何かコメント欄の方で取引が成立しているようで、よきよき。みんなコミュニケーションが大事だからね、みんなどんどんコミュニケーション取っていって、素敵素敵。やっぱあれだね。窓の中から光源が光ってるって味が出るね。いやー、めちゃめちゃプリズマティックコアめっちゃいい仕事するじゃん。船ってさ、上のとこにああいう丸い光あるよね。これマジでセンスいいな。ひまじさ、さすが。センスがバチバチに光っております。光の使い方、うまっ。プリズマティックコアがめちゃめちゃいいね。しかも旗と並んでるから、これまたセンスいいね。いや、これマジでいいな。おしゃれ。やっぱコルベットはいいね。そしてやっぱりみんなすごいですね。みんながすごい。コルベットっていうのが素敵なのもあるけど、コルベットを自在に生み出すみんながすごい。いやー、最高だね。せっかくだから一応、あれやりますか。コルベットの撮影を。次、戦艦型未完成のを出しますね。了解です。撮影は今回いいか。一瞬この画面で。で、どれだっけな、何番だっけ、国数の姿消すやつ。
5番じゃねえな。9番だっけか。9番だね。プリズマティックコアのさ、光がすごくセンスいいんだよね。これ多分ね、戦艦型はね、ノーズが長ければ長いほどかっこいいので、これ撮るときに、多分この視野角をね、バチバチに深めるとね、多分ね、これが熱いんですよ。こうするとどうなるかっていうと、こうなります。見え方が。圧倒的な遠近感の暴力。ここを調整するとこんな風な撮影ができるのでね、これも大好きです。かっこいい。かっこいい。やべえ、かっこいい。やべえ、かっこいい。ああ、ずっと見てたい。ずっと見てたいけど、キリがないのでこんなもんでね。こんなもんにしておきましょう。ありがとうございました。今日も芋見してもらってるぜ。さすがですね。やっぱひまじささすがですな。センスが光りまくっちゃう。さすがだ。あと合間合間にね、やっぱり生き物を探すんですけど、目的の生物が全く見つからんのですよ。困ったもんだよ。1パーツはコルベットで運んで、フレンドの手にコピーして配置すれば、その基地の所有者のものになります。なるほど。なるほど。そういうことができるんですね、そういえば。前に企画をやろうって言った時に確かそのパーツのコピーで共有ができるって話ありましたね、そういえば。喋ってると喉が渇くんだ。うん。よしと。おーし、閉めて。普通に喋るぜ。じゃあ、せっかく出してもらったので2機目見させていただきます。どうしようかな。後ろ側の方から。せっかくだからここの真ん中にちょっと乗らせてくださいな。よし。じゃあ、こっからカメラを飛ばします。カメラの設定って一回変えるとそのままなんだ。かっこいい。かっこよすぎ。ちょっと太陽の位置変えますね。かっこいい。かっこよすぎ。分厚い。いいね。分厚いね。武骨だね。硬そうだね。いいっすね。最近この辺のオケゼのデザインにハマってる感じですね。いいな、いいな、いいな。やっぱあれだね。戦艦に方針つけさせたら、やっぱり暇人さんの右に出るものはいませんな。いや、いいな。この装甲分厚い感じめちゃめちゃいいな。ちょっと待ってね。間違った。もうちょっとカメラの扱いに慣れなきゃいけないんだけどな。手法周りがお気に入りです。この辺かな。もうね、センターになってるこの手法。すげえ。1、2、3、4、5機。5機並んでるよ。いいね。火力感じる。めっちゃ火力感じる。エンジンじゃん。ブースター正面につづる。あ、これすげえ。これ正面にもつくんだね。あれか、確かパーツの前後変えるグリッチというかなんかあるっすよね。居住スペースの向き変えるとかなんかそんな技があった気がする。ちょっと前に教えてもらった気がする。いいね。分厚さがいいね。
最高だ。波動砲いい感じですね。ね、めっちゃいい感じですよね、波動砲。おしゃれなんだ、これが。ちなみにこの波動砲ってもしかして、宇宙空間に飛び立ったら、ブースト吹くブースト吹くのかな、これ。一応ブーストのパーツだから、飛んだ時に、ちゃっかりここも光りそう。青い光を放ちそう。おかげで中身スカスカです。外の方に全振りか。外装に全振りパターンですな。中の方見せてもらいましょうかね、そうすると。中身はシンプルイズ中身。いい感じにシンプルかな。あー、シンプルですね。いいですね。よき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 。いいね。いいね。潔いね。ここまで来ると潔いね。中身はね、全部ね、全然伸びしろや。やっぱ縦長だね。両サイドってやっぱ装甲が分厚い感じなんだね。やっぱりくっつけ方うまいんだよね。縦長ボディに対して外装の付け方がすごい上手なんだ。これもセンスですな。よき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 。いいですね。伸びしろも残しつつ、外装の方はガチガチに固めつつ。いいね。いや、これもいいもん見せてもらいました。ありがとうございます。良いですな。非常に良い。でもひまじんさんさすがですね。いやー、コルベット Y も作りてー、次のやつ。どうしようかな。コルベットパーツまた一生懸命集めなきゃいけないな。ずっとこれも忘れてたや。やんなきゃいけないこといっぱいあったな。そう、これ忘れてたね。この召喚ユニットを作ろうって言って作れなくて、じゃあ素材集めなきゃいけないよねって言ったら紫星系にしかないよねってなって、じゃあ紫星系行こうかって言っていろいろ進めて、で武器あれだったら強化もしないと厳しいよねって言って強化してって、すげえ遠回りしてた。エクソクラフト召喚ユニット作ろっか作ろっかって言って活性化ケイガンと結晶化ヘリウムを紫星系行って取っていきたいところだね。いやー、やっぱすごいなー、コルベット。作りてー。次のやつ。後日対艦ミサイル作ります。いいっすね。新しい武器だ。新しい武器がまた追加されていくんだ。いいね、いいね。さて、じゃあみんなどうしようか。いいもん見せてもらったところで、次のステップに手振ってもらった。今にさんありがとう。いつもありがとうございます。アークさんどうも。さあどんどん遠回りしていけ。キャッキャッってそうですな。拙者もトラベラーゆえ、どんどん遠回りしていきたいところ。よし、じゃあみんなありがとう。国風はそろそろ遠回りの旅に出るぞ。というわけで、あれをしよう。じゃあ今から、紫星系に飛んで、活性化ケイガンと、結晶化ヘリウムを取りに行きます。これ2つ取ってくると、このエクソクラフト召喚ユニットが使えるようになるので、でね、エクソクラフトね、全く使ってないのがね、何種類もあるんで、それも本当は強化したいですよね。ちょっと待って。なんかさ、ごめん、今裏技見つけたかもしんない。エクソクラフト召喚ユニット、これ解体すると活性化ケイガン70、量子コンピューター2個、結晶化ヘリウム45個になるみたい。これって今この状態でばらしてもなるんか。これ連成できるんじゃない？もしかして。量子コンピューターすぐ作れるし。リエさん頑張れー。頑張るけどちょっと試していい？一回。あ、いけそう。いけるかこれもしかして。そんなうまい話はないか。そんなうまい話はないね。気のせいだったね。ところで、殿の姿消えたまま、忘れてた。大変失礼いたしやした。大変失礼いたしやした。最小感。俺再出撃。
日本語もめちゃめちゃや。ろれつも回らん。頭も回らん。失礼いたしました。配信者にあるまじきでございやした。そんなわけないよな、ニヤニヤ。やられた。そんなに甘くはなかった。じゃあね、ちゃんと段階を踏むためにね、おかえり。ただいまり。とりあえず1個乗っけて、よし、じゃあ素材取りに行こうぜ。はい、じゃあ、紫星系行きます。で、紫星系に確か拠点があるので、この星の拠点に一旦飛んで、そっからテレポートしてから、なんちゃらかんちゃらしようかと思います。お、こんにちは。いらっしゃいませ。初コメですね。ありがとうございます。お名前読ませてもらっていいですか？おそらく飛びながらで申し訳ないですけど、拠点の方に向かいながら、これで大体10分ぐらいだね。じゃあすいません。コメントありがとうございます。グルハムさん。グラハミクシーさんでよろしいですかね。はい、こんにちは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。国和と申します。今日はね、ノーマンズスカイゆっくり遊んでましたんでね、よかったらお付き合いください。英語圏の方ですかね、もしかしたら。今サムネイルの方に多分書かせてもらってると思うんですけれども、すみません、国和だから日本語しか話せなくて、母国語しか話せなくて、ちょっと英語とかがあまり得意ではないんですけれども、それでもよろしかったらね、ぜひゆっくりしていってください。よろしくお願いいたします。今日はですね、目的とかを決めずにゆっくりまったりプレイをしておりました。とりあえずね、エクソクラフト召喚ユニット、こちらをね使える状態にしようと思ってたので、これから紫星系の拠点の方にねテレポーターを使って飛んでいこうと思っております。あとはね、雑談しながらゆっくりプレイするスタイルなのでね、よかったらいろいろ話しかけてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。一応ね、ノーマンズスカイ以外の話題でも全然大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。七星さんすごい英語もできるんですもんね。みんなすごいな。なんでみんなそんなマルチリンガルなんだろう。すごいな。やっぱりこういうのね見ると、やっぱり英語は勉強しないとまずいのかなと思っちゃうよね。国和氏ありがとうございます。いやいや、こちらこそ本当にいつもありがとうございますね。本当にありがたい。いつも遊びに来てくれるから。あれだね、こういう飛行時間とかもワープすれば一発だったりするけど、喋りながらでもね1分とか10分とかだとちょうどよかったりするよね。こっちだ拠点。そこだね。なお私、共同探検にも紹介ユニットを持ち込んでいくスタイルゆえ強っ。さすがですね。抜かりがないですな。相変わらず完璧っていうためにはもう段取り8部段取り9部パーフェクトでございますな。あ、お知り合いだったんですね。なるほど。それなら話は早い。翻訳で出てくるから頼もしい。こんにちは、七星さん。最近全然顔出せなくてごめんなさい。現実生活が忙しいんです。やっぱりね、僕らトラベラーもね、やっぱり社会人ゆえ忙しいんですよね。大変だ、本当に。やっぱいいですね。ノーマンズスカイは世界をつなぎますからね。本当にありがたいことです。お仕事大変なんですね。頑張ってくださいね。本当に。体を壊さぬように。あ、ワープ先こっちだ。戦艦名ロンギヌスです。さっきの船の名前あったのか。素晴らしいな。ひまりさんごめんね。ちょっと今ワープしますんでね。次に行こうと思います。これゲートどこやったっけ？あ、ゲートそっちか。あれ、ひまじんさん今どっかにもしかして船出してる？ちょっと Y、このままいいか。紫星系飛ぼうと思うんだけど、いい？飛んじゃって。大丈夫？お邪魔しました。了解です、了解です。またね、コルベット観覧会やりたいね。
みんな忙しいからね。みんな本当に忙しいから。紫成形の基地どれだったかな。最近行ったとこどこだっけ。覚えてないんだよね。覚えてないんだ。これだ。ゲイス基地。ここ紫だよね。アザートポストここもだっけか。とりあえずこっち行こうか。ではワープします。紫成形の拠点へ。レッツゴー。あれからねちょっとだけ手入れして少し小綺麗になんだけれども、まだまだ開拓途中です。前回の拠点ですね。そうだ、ついでに見せておくか。前回作った拠点こんな感じになりました。今いる場所が海賊成形なんですけど、なるべく岸壁の色に合わせて目立たない拠点を作ってみました。目立たないように作った割に休憩スペースとかあるんですけどね。海賊拠点としてなるべく目立たないカラーリングの拠点をこんな感じで作りました。比較的コンパクトなんじゃないかね。岸壁に階段なんか生やしてみて、こんな感じの拠点でございますればいかがでしょう。カブトムシすごい飛んでるね、ここ。カブトムシとね、あと空中に魚の餌みたいな磯目みたいな生物が飛んでおります。結構いい感じなんじゃないでしょうか。地形に馴染んでて美しいグッド、ありがとうございます。こだわりました。これもなかなか。わあ、素敵なベースですね。ありがとうございます。そう、結構こだわりました。地面がね、これ茶色い感じだったんで、海賊成形の拠点っていうつもりで作ったので、目立たないようにね、同じカラーリングでこだわってみました。こんな感じの、うわー、怖い、びっくりした。びっくりした。こんな感じの拠点でございます。それ中を見ていこうかな。で、あえてちょっと階段で。地面にね、岩が入ってたんで、待って、装飾消えてる。ここにいろいろ装飾くっつけてたんだけど、装飾消えちゃったね。もしかして内装も消えてるかな。綺麗、ありがとうございます。いい感じにね、いい感じに作ったので、あとは中の階段もこうやってこだわってみたりね。拠点の中はあったかいですぞ。で、あえてね、床こんな感じです。内装はあんまり前回の配信からあんまり変わってない。あえて地面をそのままくぼんでるところにいろいろ設置してみたりだとかで、あれが前回リスナーさんに設置してもらったテーブルと椅子ですね。これもね、すごいいい感じに作ってもらったのでお気に入りです。赤い明かりがいいですよね。そこだけ床張ったりとかして。で、短距離テレポーター。これがね、外の休憩スペースの方に確か繋がってるんだったかな。あとこちらベランダがありまして、ここもね、設置してもらいました。おしゃれでいいよね。ここからも景色が一望できると。いいね。こういうちょっと空気が吸えてる感じの星もね、結構好きなんですよ。結構好きなんでございますよ、これが。一応ね、ここの階段から下こうぐーっと降りていって、やっぱり途中に設置したライト類がやばい、嵐のせいでよく見えない。階段こんな感じで下に降りていくと、ちっちゃい橋を渡って、ここにも休憩スペースがありますよと。そんな感じでございます。いい感じだね。パンダさん、じゃあわてはこの辺でおしま
落ちますさ。またよろしゅうに。了解でございます。ありがとうございます。スタンプありがとうございます。嬉しい。ハートもらえるとね、画面がこっちにぎやかになるのでね。ありがとうございます。じゃあパンダさんもね、お疲れ様でした。ありがとうございます。ゆっくり休んでください。じゃあこれからお仕事か、もしかして。これからお仕事。どちらにしろ休むならゆっくり休んでいただいて、これからお出かけだったらね、ゆっくり事故らないように気をつけていってください。パンダさんお疲れ様でした。ね、パンダさんいい夢見ろよ。今日もありがとうございます。こんな感じでね、ちょっと今灼熱ではあるんですが、こういう休憩スペースでございます。この距離でこの海が見れるのってなかなか新鮮だね。こんな感じの拠点でございます。で、ここがね、屋内に一瞬で飛べます。国風市の基地を見学しました。素晴らしい立地に建てましたね。ね、いいでしょう。めちゃめちゃいいでしょ。危ねえ、びっくりした。あれ、でもひまじんさん前回一緒にここ入ってなかったっけ。で、ここもね、ワープつないでね、上から見た時に目立たないようにあえて地面を下げて、ここにショートワープを隠すように設置してみました。コンセプトがね、海賊成形の秘密の基地なんでね、なるべく目立たないようにいろんなものをね設置してみました。あとはね、今回こだわりポイントがあります。前回ね、発電ユニット的なもの設置してもらったと思うんですけど、あれをね隠しました。自分で言うのもなんなんですが、かなり上手に隠すことに成功いたしました。どこだっけな、隠した場所忘れちゃった。どこに隠したっけ。すっごいなんかいい感じの場所に、すごいいい感じの場所に隠したんですよね。発電スポット。あれどこだっけ。反対側か、対岸だったか。多分こっちだね。今すげえうまく飛んだな。そう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 、こちらでございます。対岸のここにね、前回ね、発電スポットすぐ裏にありましたって言って作ってくれたんですけど、どうしてもね、あれ光光源みたいな感じで目立っちゃうから、どうにかならんかなと思って掘りました。掘って埋めました。今同じだけの数が中でこうなっております埋めちゃった。やっべえ、寝てた。リュウキさんおはよう、グッドモーニング見てみて、リュウキさんこんな感じにしたよ。前に発電スポット作ってくれたやつ、それをねそのままね真下に移動しました。地面を掘ってそのまままっすぐ真下に移動しました。こんな感じです。今台数とかも多分大体一緒だからあの時と同じ発電量をキープしておりますいい感じでしょう。武骨なトンネル掘ってそんな感じにしてた。基地見学いいですか。もちろんどうぞどうぞ。あれで前回一緒に手入れてもらったところの基地ね、あれからね手加えて、いわゆるその納得のいく最初のイメージ通りの形にねうまく収めた感じだから、ちょこちょこっとねマイナーチェンジしてると思う。よかったら見てってくださいな。よし、さあこんな感じの拠点でございやす。さてせっかくだから階段登って上がろうかな。今の目的が紫成形の極限環境で、活性化景岩を探すという流れでございます。確かねここ紫成形、あれ違ったっけか。ここ紫成形じゃなかったっけ。違うか、これただの海賊成形か。ごめん、間違ったかも。
うん、ここ紫じゃねえや。ごめん、全然間違ってた。ここ紫じゃないや。これが、こっちだ。これだ、これだ、これだ。あれこれゲートつけてないのかもしかして。俺前回紫成形来たよねって言ってゲートつけたっけか。モレのセグル。モレのセグルね。モレの成形で出るか。モレのないんじゃね？海洋世紀行かれましたか？行けてない。あれからね、全然プレイできてなかったから、リアルが忙しくて、全然手つけられなかった。これか？センチネルの回収場所とかつってこっちに行った方が早いか。モノレなんたらないぞ。それっぽいとこ行ってみるか。とりあえず。こっち行こうかな。あ、待って。リュウキさん来た？基地の見学するって言ったよね。あ、オッケーオッケーオッケー。リュウキさんごめん。その間にちょっと飛ぶで。目的地の方にぐいぐい飛んできます。マップ見たらめっちゃ近いところにあった。意外と近くだったか。いいね。話が早くて助かる。じゃあすいません。はちょっと、リスカライセンターかな。ここがセンチネル戦の回収場所になってるから、ここ紫なんじゃないかな。どこ見れば分かりやすいだろう。構成クラス G4PF。とりあえず飛ぶ。飛びます。やばい、飲み物がない。あ、0時だね。そこ今0時回ってるのか。時間経つの早いね。まだね。困ったもんだぜ。なんか素敵なもん売り買いできないかしら。特にないね。なんか今売れるものあるかしら。センチネル戦ということは紫の不協和音成形ですかね。多分そう。多分そうだと思うから、ここで資材集めをしたいところ。このさ、ワームの皮ってさ、これ売っちゃっていいのかなこれ。でも肉でできた巻物って書いてある。なんか交換アイテムなのかも。後で考えよう。よし、じゃあここの成形をちょっと徘徊して資材集めてまいりましょうか。活性化軽眼が欲しいので、そこが不協和音でしょ。ウラン、ジカペライト、あれ違うな。ジカペライトあるってことは違うんじゃないか。なんか待って、楽園の土地あるんだけど、もう全く気にしなかったのに急に楽園の土地出てきた。しかもあそこ拠点1個あるな。不協和音、パラフィン。あれだね、なんか僕がガンマルート、ウラン、ロジウム。ここあれだね、なんか違うね。ここってなんだ。なんか違うんじゃね。協和音だけど、しかもなんかちゃっかり楽園なのが。一回とりあえず楽園の土地降りてみるか。せっかくだからね。今日は何してもいいから。なんかめっちゃ緑だけど、お空の色とかによってはワンチャン
でもなんか特別欲しい資源があるかどうかって言われたら、こんにちは。どうした？何修理？はいよ。困った時お互い様だからね。ナノマシンくれたらいいやつだ。飛びます。行きます。めっちゃ緑だけど景色どうだろうか。やべ、それた。せっかくだから近く行こうかな。うわー、めっちゃ凹凸厳しい。千人山脈みたいなすごい地形。これあれか、この間水銀クエストで立ち寄った星かな？違うか。なんかタッセルツリーみたいなのが随分こちこちに生えてるね。ほう。あー、でも綺麗な星だね。うわ、この植物めっちゃ好き。何これ。うわ、近くで見るとグロいな。内側の柄か。いやでも綺麗な星だね。割と好きか。司令官どうですかこの星。かなり綺麗じゃないですか。紫色の花、おしゃれ。今回の僕の見た目はタイトルの愛知です。これ前回見せてもらったやつや。このクオリティ高いのよな。素晴らしい。あ、見て、不死鳥。あの鳥。ちょっと待って、あの鳥すごない？ヌグトニ。すげえ。火の鳥だ、火の鳥。びっくりした今。デザインが完全に手塚治虫の火の鳥や。うわー、あれ乗りてー。乗れるかな。ちょっとあれ捕まえてあれ乗ろう。あれ捕まえてあれ乗ろうぜ。ワンチャンあるかな。うわ、ペレットない。あるわ。さすがに食わないか、この位置でペレットは。あとね、草ぼうぼうで見づらい。ここ。うわー、背中乗りたいな。なんか前回もさ、なんかカブトムシの背中乗りたいよねって言って結局乗れずに終わった気がするんだよね。動物仲良くなるの苦手すぎるんだよな。うわー、出たこのパターン。これ食らうのやんかな。どうしよう。あれだね、なんか食材になる植物結構多いね、こうやって見ると。麦があったり豆があったり。嫌いじゃないけどな。嫌いじゃないんだけど。うわ、あの鳥いいな。仲良くなりたいな、鳥と。地上に降りないかな、一瞬でも。びっくりした。あいいな。そっか、ワイも空飛べばいいのか。空飛んで直接餌与えれればいいのか。なんか飛べるコンパニオンいたっけか。なんもいねっす。なんもいねっす。
まあいい、ご縁がなかったってことで次行こうか。人間時に諦めも感じ、元々の目的を忘れちゃいかんよ。今の目的はこれだからね。エクソクラフト召喚ユニットを完成させることだからね。活性化景観と結晶化ヘリウムを手に入れる。でこの星にはないので、もう行こう。飛び立とう。飛び立とう。未来信じて。いい試合。ゆきさんは行くよ。ワイワイ行くよ。次の紫星系探しに。この星も捨てがたいけど、まあ仕方ないね。そもそも生活しづらいからね、こんだけ山がボコボコだと。この地形マジでもったいないんだよな。あの拠点って Y 1個作ってんだよな。あれなんで拠点作ったんだ。あれ記憶ねえんだよな。スウォームか。じゃあこの星って多分あれだ。スウォームのイベントの時に、共同探検の時に来た場所か。まあええわ。それかいっそのこともう新しい紫星系探す。その方が早いまであるよ。ただもう覚えてないもん。めっちゃ近いところに海洋ワークスあったのでワープしておきます。了解ですって言いたいとこだけど、結局ね、Y がね、自分で海洋惑星探ししてないからね。多分、そっちはね、また楽しみに撮っておきたいから、あれじゃん、ほら、あるじゃん。これ紫でしょ。ロネントミールこれ。これ紫星系でしょ。拷問済みじゃん。ここ行こう、ここ。活性化インジウム。インジウムって青じゃね。これは多分青星系か。今いる場所。現在地。青だね。紫に見えたけど全然違ったわ。脱出します。紫。これさ、色で判別しづらいよね。だってどう見ても紫なのにさ、これ青なんでしょ。赤く見えるけどこれ紫か。あれ紫に見えるけどな。青だね。近くに来ると色わかるね。これも青かな。青だね。近くまで来るとやっとわかる。近くに紫あった気がしたんだけどな。緑、赤、緑、赤。わからん。赤。これも多分赤。緑かな。緑だね。青でしょ。一回でも言ってるはずなんだよな。アルファベットのところが O か X が紫。X と F だっけ。とりあえず X 探しとけばいいか。B、G、不協和音あったな。今なんかチラッと不協和音があったぞ。これか。G、違うかな。黄色だね。これ黄色だ。黄色にも不協和音あるんだね。で、紫って紫色わかるんじゃないの？どうなんだろう。違う気はするけど、まあ、飛ぶだけ飛んでみるか。多分違うけど、とりあえず行くだけ行ってみる。
ワックス惑星だね。ロストクリスタルとか普通の感じだね。現在地は普通に黄色だね。全然関係ないね。なかったことに。改めて近場のよきよきな。これ紫じゃない。いやー、どう？紫に見えるけど水って書いてんだよな。この後で調べたら X か Y の成形だそうです。あ、なるほどね。了解です。いや、これ青だ。これ青成形で違うんだね。こいつはする。X か Y を調べるぞ、じゃあ。F。数字のみ。あ、ごめん、違う。もしかしたら今ユークリッド銀河だ。ごめん。ユークリッド銀河ないんだっけか。そもそも。それを間違ってる、もしかして。そもそもユークリッド銀河にないっけか。そっか、根本的に間違ってるわ。ごめん、申し訳ない。紫星系は全銀河にある。あれ？そっか、全部あるのか。どうしよう。どう探せばいいんだっけな。忘れちゃったな。完全に忘れた。あれだね、背景の色変わったらすごい見やすくなったね。これなら目視で紫星系見つかるんじゃないか。うん、色分かりやすい、すごく。青は青に見えるね。これなら紫は紫に見えるでしょ、さすがに。あら、なんか画面の操作効かなくなったので再起動します。了解です。これ紫じゃね？ K2、絶対違うね。X でも Y でもないね。なんで青星系ばっかりこんなにいっぱいあるんだ？あれだね、こうやって見るとなんか、自分が探索した星にこうやってみんな印がつくから面白いね。結構こんな数回ったんだね。改めて見ると。なんか感慨深いね。ノンマンズスカイこのぐらい遊んだんだっていう感じが。逆にでもこれだとまだ少ないのか。そうだもんね。そっから先、中心に向かってただただ渡るだけみたいな。そんなプレイングを途中やってたから。生命体モードでは住んでる生命体で色が変わるので。あ、そういうことか。じゃあこれは紫探すのはまた難しいのか。そういうことね。あ、本当だ、そういうことか。じゃあ白は何も いないんだ。これ違うんだね。了解了解。勘違いしてた。検索条件なしにしなきゃダメなんだ。オッケーオッケーオッケー。こうだ。オッケー、了解です。ありがとうございます。いや、助かるね、やっぱ。基礎的なとこからやって教えてもらえるのほんと助かるね。青と紫のスティックがさ、マジでわかんないんだよ。完全に一緒に見える。そもそも宇宙の背景紫色だしね、この辺。X、Y、X、Y、F じゃないんだよな。これでも紫じゃない。赤か。これ赤か。これ海賊星系だね。不協和音ついてるけど、F でも、いやでも赤いよな。筆で青星系の色変わったのか、背景で青星系が見づらくなったのか、どうなんだろう。
久しぶりにちょっとお仕事してこようかな。ごめんみんな、あの船がどうやら俺を呼んでいるようだ。体力成形ばらします。魚雷ガン虫で距離が近すぎて当たってるのかどうかって謎な感じはするんだけどね。 OK で見つかっちゃった。ロレットチャンス。ワイも船が欲しいぞい。ワイも船が欲しいんだぞい。立派なドレッドが欲しいんだよ。まだね慣れてないんだ。先生なんでこんなさうまく回んないんだこれ。いやー国風下手くそですね戦闘が。シールドやばいね。よしと辛抱出るかな。よし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 。はいどんどん。はいじゃんじゃん。なんたって銃のリーチは長いからね。エンジンと手法破壊すると打破できます。じゃあ手法も破壊していこうか。手法ってあれっぽいね。君たちも次に破壊しよう。正しい破壊の順番はようわからん。目についたものから順番に壊していく。取り場全部ボコボコにしていく。一旦こうかな。なんか手法っぽいの後ろにいるよね。あれもかな。民間船破壊されるのはもうガン無視やね。前回それ守ろうとしたけどね、もう何もできなかったから、それも諦める。できないことはやらん。どれさっきからなんか下から撃ってくるやつおるよな。とかね。一応なんか打法終わったっぽいよ。ほう。戦闘スペシャリスト C。燃料マイナス6は熱いけど、これどうなんだろう。トリマー今ぶっ倒したこいつに乗りたいんだ。拙者は目覚めただね。乗り込もうかな。頭どっちだっけ。こっちか。はい、オーライ。リキさんありがとう。大丈夫やで。大丈夫ありがとう。さあゆっくり見ていこうかな。お邪魔します。さあどれ間違った。椅子回しちゃった。
やあ、バイキーン諸君。じゃあまず応酬しようか。C ランクか。難所でも良いな、これは。非常に難所でも良いね。なんとも言えないね。今持ってるのとどっちもどっちではあるんだよな。ブレッドノートは C でも何かと便利です。センチネル主力艦と戦うときに、もう呼んでおくと、射角内にいるときにシールドを破壊するとワンパンしてくれます。へえ。あ、戦力になってくれるんだ。ほう。あんまりピンとこないな。あんまりピンときてないな。今回はいいかな。贈り物をよこすが良い。よし。じゃあ。バラすか。どれどれ。まあ、みんなバラそっか。特にめぼしいものはなかったので、俺はご褒美が欲しい。あとは分かるな。あれ、これってとどめさせないけか。降伏した後でもとどめさせたと思ったけど、そんなことないけが。シールド全破壊しないと、そうか、そもそもダメージ通らんのか。どれどれ。あとは糧となるがよい。オッケー。なんか誰かからメッセージが。君は強いのかい？どうなんだい？一旦いらないよ。グフフフグフフフフ。出っ張ったもんは大体もうバラしたかな。これでダメージが通るようになりましたよと。本体のダメージはこれを全部壊さないといかないんだね。了解了解。バラしとこう。ついでにね。でこれでダメージ通るんか。ダメージ通らないね。そっか、ダメージ通らないのか。なんかてっきり通るもんかと思ってたけど。よし、時間かかるので撤収します。でビーコンもらえたのはありがたい。なんかあったと思ったんだけどな、忘れちゃったな。まあいいわ、次に行こう。もともとの目的が活性化ケイガンとヘリウムを手に入れようって言ってね、これがね一個も進んでないんですよ。この現在いる星系がどこなのかがね、パッと見で分かりづらい。黄色だね。マジでさ、紫星系これ拠点1個あるからさ、場所知ってるはずなんだよね。でもマーカー探してないから出てないん。どう行けばいいんだ。
体力高いのがねしんどいよね。ウドハクアウトポスト、これか？ウドハクアウトポスト、こいつに向かえばいいのか。これってつけらんないのかな。このアウトポストうんぬんかんぬんに、これにマーカーつけれればいいのに。ウドハクアウトポスト、サブデータ以前より落ちやすくなった気がします。やっぱデータ重いのかな。ウドハク、みんな覚えてね。ウドハクだよ。鳥今あれか、鳥の底に、あ、そうか、無法者ステーションは一応飛べんだけど、ウドハクね、ウドハク。毎日プレイしてればこうやってね、忘れたとか分かんないとかもないんだろうけどね。前回のノマスカから2週間、多分10日ぐらい経ってんだよね、少なくとも。それのせいでね、記憶がね毎回リセットされてるんですよ。ワイの基地、ウドハク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 、あった、ウドハク、これだ。あったね。ここです。やったー、やっと戻れたぜ。あ、メモありがとう。やってね、毎回新鮮に遊べるのもにっこり。もう忘れっぽくて辛いのであります。忘れっぽくて辛いのでありますが。拠点あるね。こんな拠点作ったね。なんで忘れてたんだろう。それ重力すごいねって言って中途販売してた拠点あったね。あった、ここだわ。OK、了解了解。じゃあここのちょっと今バディやちあちか。OK、じゃあここにヘリウムも活性化軽岩もあるね。ちょっと待った、違うな。活性化軽岩はあるよ。ヘリウムもあるね。よし、じゃあ素材集め行ってきます。ここ素材集め大変そうだな。コバルト、ハミングする農法。やべえ、結構鉱物少ないか。ストームクリスタルいいや、今有り余ってるから。意外と少ないかも。いや少ないぞ、なんかめっちゃ少ないぞ。おっと、うわー、どうしよう。しゃあないか、このままだとさすがに厳しいので、さすがに乗り物乗ってくか。ワイの大好きなジオベイちゃんでこいつで出かけよう今日は。これこのままいける？全然いけないや。全然ダメでした、すいません。よし、巨大ガス惑星なので活性化軽岩と結晶がヘリウムがあります。了解了解。あとは任せてちょうだい。このデコボコ地形はな、しんどいな、正直な。
ちょっと離れたところでスキャンを繰り返しながらやね。まあいいかなったら空飛ぶし、来た、完璧だね。4キュッパ4キュッパ距離までじゃあ飛んでいこうかね。よいしょ。視界が悪い。待て思いっきり落ちたね、穴の中に。いやーね、何やってんだか本当に。目的地スルーしたんじゃない？不器用だね。何やってんだか。落ちた不器用が過ぎるぜ。これ多分上登れないね。これ仕方ないな。一回地上出ようか。これでなんか引っかかってんな。当たり判定。これだ。こいつには引っかかってるわ。何してんの。今ビーム打ってんのか。なんかに引っかかってんの。上がれねえぞ。ビームやめてね。ビームやめてね。これ出るのしんどい。ビームやめてね。画面が見えないよ。どうすかな。違うな。これ当たり判定悪さしてんじゃねえな。穴開けるか。めんどくさいな。はいしぇい。はいしぇい。めんどくせい。絵が向こうだね。よしと。飛んでた方早えわな、そりゃな。一瞬だぜ。やっぱこの宇宙船早えな。よいしょ。ストームクリスタルいっぱいあるね、ここね。着地がね、でけん。この辺かな。この辺かな。よし。オッケー。着地丸。わーい、嬉しい。よし、じゃあ活性化軽眼ゲットだぜ。熱い。激熱。熱盛り。いやー、やっと紫成形をなんか堪能し始められたなって感じがしますな。なんだかんだね、紫成形の資材って集めてこなかったんだね。改めてこうやって見るとね、覚えないもん。故に今回こういう風にね、今素材がないでどうしようっていう話になっちゃったんだろうけど、活性化軽眼これでいつでも取れるわけだ。素晴らしいね、素晴らしい。陽気だね、陽気だね。メインデータに切り替え。なるほどなるほど。やっぱあれだよね、ノーマンズ使いなんか遊べば遊ぶほどやっぱデータ重くなってくんだろうね、どうしても。あと特にその建築税とかさ、ワイもそうだから、建築税、造船税、なんかとにかくデータをたくさん食う積み方をしちゃうとどうしてもやっぱデータ重くなるんだろうね。あとグリッチか。やっぱりグリッチを多用すると重くなるっていうのはどうしてもあるよね。こればっかり仕方ない。そう、トラベラーを後回しにするとつい忘れちゃうからね、仕方ないね。いやそうなんですよ、申し訳ない。やっぱりトラベラーの中でもちょっと記憶力にちょっと難があることで有名なトラベラーなのでね、国数はお恥ずかしい。最近開き直りつつある本当はもうちょっとしっかりしたいところではあるのですが、燃料
量が足りない。よし、ほぼ取れちゃうんじゃないでしょうか。ありがとうございます。さすがに数足りたのでは。なんだこれ、本部室。なんで本部室お呼びでないよ。映画ゲッチュー。あとは結晶化ヘリウム。結晶化ヘリウムってあれは作ったりできるんか。いや違うな、普通に資源で最初だった気がするな。結晶化ヘリウムは面倒なので渡しましょうか。大丈夫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 。それ探すのが醍醐味だから大丈夫よ。気持ちだけいただいておきます。気持ちだけね。ありがとう、いつもありがとね。いや自分で探すのが醍醐味だから。これがノーマンズスカイよ。これが国風のノーマンズスカイ。大丈夫大丈夫、きっと次の国風はうまくやってくれるでしょう。そう、明日の国風がどうにかしてくれるよし、結晶化ヘリウムね。結晶化だよね確かね、名前。結晶化って名前があるのであればもう答えなんだろうから、結晶で探せばいいんや。ささっと探さんと吹っ飛ばされるからちょっと急ごう。よし OK。 じゃあもう速攻で現地に向かいます。参ります。よしよしよし。水中か。あ、普通に岸壁っぽいね。この辺洞窟のすぐ近くやんけい。いらっしゃい。どこでしょい。降りても大丈夫かな。よし。で目的地がこれだね。到着。範囲広。ゴチになります。やふい。嬉しい。うへへうへへ、資源たっぷりだぜ。うへへ、おいてぃ、資源おいてぃ。うまうまうま。上からやった方が取りやすいか、もしかしての方が多分取りやすいかな、ワンチャンな。あー、余してしまった。A 型の人ごめんなさい。もう取れない角が生まれてしまった。申し訳ない。これだから B 型だってなこれだから B 型だってな。これしゃあないな。順調に取っていく。結構いびつなのかな、もしかしたら範囲が。結構シリケとパウダーがいっぱい取らされる。光の判定の割に真ん中にしかないのかもしれない。どうなんだろうか。なんか意外と空中に角が残っちゃうな。この辺の空中に破片がいるらしいんだけど、こんな簡単に僕探す時2時間ぐらい探しました。運なさすぎて悲しすぎる。悲しいよバナージ。今日はでもついてたね。今日はね割とついてる方だったね、これは。いやでもよかったサクッと見つかって。見つかんない時はやっぱでも本当に見つかんないもんね、こういうのね。今回は運が良かった。非常に運が良かった。まあね、前の配信とか過去の配信でねだいぶ苦渋飲まされてましたからね。さすがにぼちぼち見つかってもよかったでしょうと。いやよかったさすがにね最近の国風は徳を積んでると自信を持って言えるからね。それを考えれば今回のね速攻発見はね当然のケースといったところでしょう。逆にこれなんか四角い闇ない方が見つけやすいのだよ。四角い網ない方が取りこぼし視覚的に分かりやすいぞこれ。こっちの方が話早いまであるな。鉱石の色違うからね視覚的にね。この方が早いわ。じゃあ取りこぼしないかなと思ったらぐるっと、あ、取りこぼしあるわ。これ取りこぼしか、多分違うわ。
大体取れたかな。四角だけに四角地下にもでもめっちゃ埋まってるね。まだあるやこの辺にも。これは違う、この辺は違うね。その辺がちょっとあるか。いいことにしよっか。よし OK、 任務完了。とにかく、船に帰還いたします。あ、これまずいやつだね。危ねえ。ではよーし、やったー。念願のエクソクラフト召喚装置完成でございます。ありがとうございます。いやー、来ましたね。ありがたい。この手のね、必要装備がね、まだ何個か抜けてるはずなんで、これも本当はね、これとかもそうだ、ないんだね。これを持っとくと水上活動がもっと楽か。まあ余ってるし、余ってるし、つけてもいいかもしんない。なんならパーソナル生成器、パーソナル生成器はあるや。いいんだいいんだ。よし、じゃあ、目的達成しましたということで、次行きましょうか。次何しようね。一旦飛びます。一旦飛んで、一回拠点に戻ります。ここにいるとなんか、いつ飛ばされるかわかんないから。いや、りょうきさん、拠点行くよ。拠点。拠点どこだっけ？遠く離れた拠点に帰ります。ちっちゃい拠点もちょっとどうにかしたい感じはあるよね。本当はね。1000mすぐ近くだな。次は海洋惑星？いや、どうしよう。星巡るのもありだけど、一旦拠点に腰を下ろしてから考えよう。意外と近くだったね。よかった、話シンプルですんで。もっと苦戦するかと思ったけど、意外とやってみたらすぐだったね。OK OK。ふう。家の中めっちゃ緑なんだよな。やっぱこの星ちょっといまいちだよな、正直言うと。どうだね。この星さ、まだそもそもあれか、これが巨大ガス惑星か。月あるからさ、資源集めてここの星は多分また来ることになるから、ちょっと他の月全部回って、ちょうど良さそうなとこに拠点移そうか。その方が良さそうな気がするわ。毎回この重力で、うわーとかなるのはね、ちょっとしんどいものがある。ので、移動します。後々この拠点は捨ておきます。ちょっと不便がすぎる。ちょっとさすがに不便がすぎる。すまんな。オッケー。じゃあすいません。月に移動します。とにかく行きます。いい。さあ、一番近い月はどれかな。まあ適当にいいか。いざ。放棄された楽園だって。一応楽園みたいだよ。どうなのこれ。記憶ベータとか一応楽園とは書いてるけど基地コンピューターそんなあれちょっと待って、もしかして当たりの星なのでは。どうだろう。さあ大気を突破して地面の色を見てみよう。なんか噂によると楽園らしい。結構
結構良さそうか、もしかして。ちょっと煙がかって見えるけど、なんかいい感じの地形あるかな。ちょっとなんか適当にこの辺飛んでみるか。見た感じ、見た感じ良さそう。遺跡惑星当たりだ。素晴らしい。遺跡パーツはね、一応全部揃えてるとは思うんだけど、いいね。レアだね。あ、いいね。すごくいいね。やっぱ探索してみるもんだね。拠点立てる星ここでいいか。一応楽園ってなってるけど、どうなんだろうか。安定するのかな、気候とか。水辺近い方が嬉しいかしら。悩ましいね。どう取るか。ここ割と盆地だから、この辺を開発するのもちょっと面白そうではある。動物もおるね。ここの盆地は割と割とありな気がするね、この盆地。うわ、悩ましい。探せばもっといいとこあるかな。地下洞窟もあるね、そこ。悩ましいね。いや、海辺がいいな。多分海あるでしょ。海というか水辺が。ちょっと飛びます。もうちょっとだけ。他のとこ見てきます。了解です。お、ほら、早速水辺あったよ。全然違ったわ。水辺なかったわ。これ盆地が一番低いとこか。なんか水たまりみたいなのはちょこちょこっとあるけど、これ下地面か。どっち？水？地面？これ地面か、全部。なんかカラーリングが偏僻だね。なんかちょっと偏僻だ。ハブルスアルファ、いいね。名前がいいね。地面が平らなので、ここをキャンプ地とする。一瞬悩んだりはしたけど、一旦ここキャンプ地でいいんじゃないか、もしかして。暑いのでまた換気します。なんか空の景色に圧迫感があるな。景色ちょっといまいちか。反対側行ってみようか。こちら貨物船より惑星調査装置起動。便利やね。やっぱり貨物船の改良は本当はもっと進めた方がいいだろうね。正直そんな感じはしてる。この星海ないかも。なしきかな。海のない星かもしれん。これ下に水張ってる？これ。あ、よかった。水あったよ。もう水ないかと思った。水あることは確定したね。オッケーオッケー。その上でだね、その上で。いや、魅力的な地形がいっぱいあるな。いいね。この辺の自然地形も捨てがたいね。水面があればさ、ここにコルベットの停泊場を作って、紅の豚の秘密基地みたいにしてさ、そういうのも楽しいよね。いやー、ありだな。コルベット置くならでも来客用も含めて2つぐらいは置けるようにしたい。
お、リュウキさんありがとう。大気のない星2つと金の惑星が1つ、国家が1つ。じゃあやっぱりこれ当たりだったんだ。たまたま来れた場所ここでよかったね。めっちゃ当たりだ。オッケー、グッドグッド。どうしようかな。どこをキャンプ地とするか悩みますね。キャンプ地をどこにするか。この辺の水辺がすごくいい感じに見えるので、どうしよう。ど真ん中に塔を建てるのもオツだけど、そうすると遊びに来たコルベットが止まる場所が制限されちゃうからちょっともったいない。ちょびそのメインデータ、過去に作ったコルベットもある。熱いですな。やっぱ過去作品いつでも見れる状況はやっぱ熱いですよな。拠点建てるならここだな。ここに拠点建てよう。了解。いて。ここの間に拠点を建てるので、その後ろのこの辺に一回止めます。この星景色めちゃめちゃ良いね。あ、当たりも当たり。大当たりよ。で、ここをキャンプ地としてこの池全部を我が敷地とし、めっちゃ立地いいな。こっちの池とこっちの池と裏側がぐるっとあって、それぞれになんていうの、コテージじゃなくて海上コテージみたいなやつ、あれなんていうの、サイパンとか、サイパンじゃねえや、ハワイじゃなくてそっちの方にある海上宿泊施設みたいなやつを作りたい。これだったらこっちの第1区画とか第2区画、第3区画、第4区画、第5区画とかやってできそうじゃない？そうするとみんながそれぞれ自分のコテージみたいなところでくつろげると。うわ、建築絶対楽しい。よし、ここを我が拠点とする。なんで俺ここにいるの？どういうことだってばよ。いや、とりあえず行くか。次回とにかく建築編始まります。浮いてった後めっちゃ飛んでいった。何があったな。カメラに引っ張られたのかな。どうしてもね、やっぱカメラバグはあるよね。 OK。 植物退治センキュー。 OK。 地面掘らないようにね。なんかアイテムしてるな。素晴らしい。間違わないようにちょっとアイテムを切り替えとこう。間違って掘ったりするともったいないからね。よし、ではここを我がキャンプ地とする。国風の新拠点です。メインデータのヤマトカンコルベットいいじろう。いいんじゃない？でかければかけるほどいいからね。さあ、まずこれで一つできましたよと。で、何をどうするか問題。まずはイメージを固めるためにコルベットを出したい。お久しぶりぶりぶり大根、我がコルベットよ。こいつをまずこの辺の、どうしような、
難しいところ。そうか、自分が水中入ると呼び出せないのか。オッケーオッケー。この技使うと送迎に座れて、ごめん、ちょっと今見てなかった。ごめん、ちょっと待って。これだとダメか。あ、足場を伸ばしてやった方が話は早いか。一旦そこに。ゆきさんごめん、そっち全然見てないや。今何やってる？今何やってんの？全然これ見れてないんだけど、申し訳ない。何わざとは？今兄さん、まずやることは基地を減らします。そやね。データ軽くしてからね。あ、寝る。あ、了解。今兄さん、おやすみなさい。お疲れ様でした。また次回も遊びに来てね。今兄さん、いい夢見ろよ。お疲れさんでした。ありがとうございました。ごめんな、あんま構ってあげられなくて、本当に。申し訳ない。なんか動物来た。それどういうこと？ああ、そういうことか。椅子が今目の前に埋まってんのか。なるほどね。そんな技あるんだね。小技だ。覚えとこう。だって、一旦こんな感じで置いてみましたと。座る瞬間以前の背もたれの方向を向いてパーソナルシールド出すと座れる。シールド便利だね。これ意外とキャンセルとか、こういう小技で意外と使えるんだね。キャンセルありきなゲームとかあるよな、これやっぱな。さて、こっからです。見て真似してもらうと同じことできますよ。なるほどね。ちょっと後ほど試させてもらおう。どうせ椅子はね、後で設置するからちょっと後で確認させてもらうね。後々。今から何をしたいかと申しますと、コテージというかなんか、ここが楽園なのにさ、焼けるような湿気って書いてあるんだけど、これ一応楽園な。センチネル、遵守を要求。植物レベル2、動物レベル6、いいね。いい場所だ。ここにまず1個拠点を建てたい。ここの拠点作りは俺に任せてもらおう。どんな拠点を作りたいかという話でございます。大事なところ。大事なところっすよ。コテージ風拠点をね、作りたいんだが、どういう風に作るべきか。一旦こっちからこっちまで一本床を通すか。水面にね。着水しない高さに。でも高さどんぐらいだ？水に対してこのぐらい。この高さは高いか低いか。いや、ちょうどいいな。OK。これでいく。一旦これをベースの高さとする。マジンさんありがとうございました。まあね、いつもお世話になってますからね。非常にお世話になっている。あ、この位置から違う。一旦このコルベットの距離を遠くに。ダメだ、うまくいかん。
これと距離が近いので少し離したい。今この子が止まってる場所に建物を建てたいので、そして夜中に食べるミシドのうまさよ。なんて背徳な味。これとんでもない犯罪してますね。ちょっとこれ地域が地域ならそれ捕まりますよ。ものすごい罪を犯している。おまわりさん、この人です。あ、待って、水上テクノロジーミニストール、嘘だ。なんで？ごめん、ちょっと待って。水上テクノロジー、俺間違って消した？間違って消してる。うわ、何の時に消したんだろうこれ。あ、マジか。あ、だからさっき停車できなかったんだ。なんで いつ消したんだろうこれ。間違って消しちゃってるわ。照明装置とイオ化物の結晶。イオ化物の結晶これ取れんのかな。ああ、だからパス交換したんですね。なるほどね。しかも食べてるのはミセスドーナツの方だし。ミセスドーナツってなんか期間限定ありましたっけか。最近ミセスさんがなんかいろんなのとコラボしてるんですよね。ドバ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 。そっか、話変わってきたぞ。この建築を進めるためになぜかアンインストールされてるこのアクアジェットシステムを入れなきゃいけないので、電磁装置、天橋さん、こちらこそありがとうございます。遺跡惑星いいですね。遺跡惑星めちゃめちゃいいですね。まずほんとこんな巡り合わせがあると思わなかった。アクアジェットパーツ、コンポネント、イオ化物の結晶。イオ化物の結晶を2つ。もう2つゲットしなきゃいけない。先にこれの獲得だな。さすがにその辺に埋まってないか。イオ化物。だいたい水中があれば、水中があるところにはあるイメージがある。今、あるって言葉すごいいっぱい使った。ミストとミセスがコラボしてドーナツ出してるから、箱のロゴもミセスドーナツに変わってるのだ。おしゃれ。そんなことになってるんですね。いいな、面白いな。イオ化物あるかな。イオ化物ある。あー、違う。酸素濃だな。イオ化物はないか、さすがに。この星、海浅いかもな。いやー、失敗だった。どのタイミングで間違って外しちゃったんだろう。もともとインストールされてるはずだったんだけどな。いや、マジでないか。ディスカバリーでこの辺見れるっけかな。忘れちゃったな。いやー、ない気がするな。仕方ない、気に食わないけど適当な仮拠点作ってさっさとワープして適当なところで話を進めていった方が良さそうな気がするな。なおコラボドーナツで1つ300円前後します。パキーン。いい金額する。さすがに財布に大ダメージ。なるほど、それはきつい。仕方ない。この辺に仮でいろいろ置くか。もうどうしようもないので、とりあえずこいつを置いて、全部仮だからね。本当に全部仮で、全部仮の設置だけ。りゆきさんごめんなさい、ありがとう。どうしてなんでびっくりした。
ゆきさんありがとう、助かる。申し訳ないね、手間かけさせてしまって。本当はお手間をかける、お手間をお借りすることはないようにしようと頑張ってたんだけど、本当申し訳ない。助かります。じゃあいい感じにしていただいたので、早速船のジェット装置をドン。ありがとうございます。本当に申し訳ない。ありがとう。ありがとう、りゅうきさん。トラベラーは皆兄弟だからね。ははは。いや、本当にありがたいですよ。いつも本当に助けてもらって。申し訳ないぜ。きまじさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。お休みって言ってからがね、どうしても長くなるのがうちの配信なのでね、本当申し訳ないね。これによって、どんなに離れた場所でも、置くことができると、ありがとう。嬉しいね。ありがたいね。よし。で、この先にどんな拠点を作りたいかというお話でございます。このセンターが、何だろう、ちょうど真ん中に置きたいのできれば。りゅうきさんが文字を手なずけている。さっきね、文字の背中乗ってたからね。僕の暇つぶしで生まれた謎の機械生命体、ゼロディスコープくん。なんか申し訳ない。本当に遊ばせてしまってる。申し訳ない。4、5、6、7、8、9、10、11枚なんで、6枚目だね。1、2、3、4、5、6。こいつの向こうだ。そうだね。位置的にはね。何を作ってるんだい？ああ、ロボットがおる。かわいいな、こいつ。かわいいね。なんか働き者のデザインしてるね。いいね。この子はここのマスコットだね。ジロディスコープくん。かわいい、これ。これがね、この辺にさ、メッセージ置いてさ、はい、my name is Zero Discope って出てきたら、それもまた可愛いかもしんない。建物より先にマスコットキャラが生まれてしまった。やばいな、もう、急いで建築しないと。キャラクターの宝庫になっちゃうぜ。新種のゼノモンがもうね、新種のゼノモンが早速1種類生まれてる。順調に進化を重ねようとしているぜ。よし、ほいで、ちょっと待ってね。一段下がってるところに対して、さて、建築やっていこうか。こうやって、こうやっての、この水面の高さどんな今？こんなもんか。気持ちもう一つ下げたかったけど、でもまあこんなもんか。悩ましいところだな。一旦こんなんでいいか。
そんぐらいにしとこうかな。で、こっからです。こっからがポイントです。もう一個つなぐか。もう一個つないで、こっから。さあ、どんな形にしてやろうか。建築は自由だからね、どこまでも。たまには偏僻な形にしてやりたいところ。やっぱりチャレンジ精神大事だからね。一応シンメトリーっぽくしていきたいところだが、ここ2枚で収まるのか、もしかして。いや、収める必要はないか。こっからあえてのまっすぐ。なんだ、なんか斜めじゃね？ちょっと待って。もしかしてこの最初の板斜めについてる？これがジオロスコープくんの作りやすいように見せたサンプル。上にもおるな。上にもおるね。なんか最初に設置した床板がまっすぐじゃなかったみたい。なんかすげえ斜めに設置された。これどうしたらいいんだろう。そんなことあるんだな。地面にインタラクトするときって勝手に水平取るものだと思ったけど、そんなことないのか。そっか、それはめんどくさいな。水平が取れない場合がある。ちょっとこれ考えないといけないね。他の土地でもあったんだよな、なんか。あ、そういうことね。椅子の上に乗っけてんだ。なるほどね。あ、これ後ろはあれか、追加アタッチメントなのか。この2台アタッチメントすごいいい感じだけどね。アームパーツマジで便利だな、これ。アームパーツ便利だね。かわいいじゃん。かわいいじゃないの。さて、地面を設置したらなぜか前傾姿勢に地面が曲がるというバグが仕様かわからない状態にもなっているので、これを解決したい。あれなんだね。地面から生やした時に水平にならないことあるんだね。これそういう仕様なのかな。よく見たらめちゃめちゃ斜めだもんね。これどういう判定なんだろう。例えばだけど、今からさ、もししてこの地面にさ、板生やしますと。板生やすじゃん。こっからさ、壁を立てて、こうするじゃん。その床の角度はどうなってる？ああ、同じ角度っぽいな、見た感じ。斜めだね。これってさ、ごめん、誰か分かる人いたら教えてほしい。このフリー配置以外の通常の設置、この機能を使った場合って基本的に自動的に水平を取ってくれてるもんだと思ったんですけど、これもしかして星の水平位置がそもそも曲がってる？星の水平が曲がってる説ある。あ、どこかの地面を整地してそこを基準にするといいかも。なるほど、了解です。地面が曲がってるとそれに追従するのか。もしくは
上に設置した基地が曲がってるからそれに追従してるとかかな。じゃあどうしよう。どこが程よいところを整地して、じゃああれだな、この辺をじゃあ一回潰して、この辺を整地しよう。本当は地面を壊したくはなかったが仕方ない。よし、一旦じゃあ OK。 OK。 やっぱり基礎作りは大事なんやなって。本当にそう、本当にそうですね。こんな分かりやすく変なことになるなんて。これで多分水平がさっきよりは取れてるんじゃなかろうか。じゃあここを基準とする。ドンっていって、角度やっぱ違う。みんな見てほしい、この角度。こっち、あれでも一緒か。こっちの設置した地面に対して向こうの地面ちょっと角度ついてる。いや、わからんな。試しにだな。一旦このまま繋いでみる。やっぱ曲がってるか。実験も兼ねて。曲がってるね。多分。さあ、こんな感じです。問題は、さっき向こうにあった隙間がこっちなくなってるから、やっぱ斜めなんだこれ。これそうなんだ。てっきり地面とかのあれ関係なしで自動的に水平取ってくれるのかと思ったら、その時の設置する地面とかの角度に移動するんだね。知らなかった。一個学びです。ありがとうございます。七星さんありがとうございます。これでまた新しい知見を一つ得ることができました。知らなかった。マジか。ということは、これは一旦削除。ノーマンズスカイ奥深いですな、やっぱり。やってみないと分からんことがまだこんなにいっぱいある。大変だぜこりゃ。クローニングの角度はまた後で変えよう。ではこいつを基準にするので、それ以外のは一旦撤去して、で構想的にはじゃあさあこっちにおいで。でこの作った基礎に対して落ちた。カメラ飛ばすの忘れてた。まあいいや。ここに来たらこの中で行こう。地形は元に戻せますしね。そうですね。これが戻せるから、またこれで間違った、調整してあげつつ、よし、よいしょ。一回地形戻すか。基準はできたからね。もう一枚の消していいな。で、地形を戻し遊ばせ。
テレテ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 テテテテレテテテテレテレテレテテテレテテテテレテテレテじゃじゃじゃん。 OK、 ありがとうございます。地形操作便利だな。うん。あ、だから私が採掘拠点を設置するときはどんな地形でも作れるように高床式にしているのです。ああ、大事だ。床をあえて高くするにはやっぱ理由があるんですね。待って、問題解決してないかも。問題解決したと思ったけど、やっぱりしてないな。これを見てほしい。で、これですか。何が起きてるかというと、一旦水平を取ったにもかかわらず、水没してるんですよね。だって地面整地したらだって平らだよね。これそういうことか。これもしかして世界は丸かったんだ。それはそうかもしれないけれども、こんな急に角度つくことある？多分だけど、多分こういうことがないようにゲームシステム的には水平が取らさってると思うんだけど、どっかの軸に対しての自動的に設定されている水平と、あとはこの地面の水平とかもね、依存してる根本的なやつがこっちのなんか水とかの生成のあれと微妙に違うのかもしれない。とにかく何かがずれてるのは確か。そういうことはフリーハンドで水面に対して水平を取らないと水に対して水平にはならない。承知した。その場合海底から多分ね、海底でも多分ダメなんですよ。海底の地面は多分同じく斜めになるだろうから、さっき後ろの方で立てた海底から伸ばしたやつも斜めだったんですよ。こっちの角度ほぼ一緒だったから。ってなるとフリーハンドで海面に対して水平を取らなきゃいけない。そういうことはワイヤーグリッチです。了解。 OK。 水面に対してワイヤー1本走らそう。そうすれば水面に対して水平は取れる。承知した。水だけが角度ついてるってことか。多分今の感じだと多分そうだと思うんです。なのでどうしようかな。基準で真ん中1個残しておこうか。この位置からスタートしたいという基準をここに残すので、この3枚残しといて、この辺も1回残しとくか。いや邪魔だな、さすがに邪魔だな。じゃあなのでそうするとですよ、やるのであればスーパー天才的フリーハンド建築マスターの実力を使うならば、この辺にフリー設置をかまして、どうしようかな。基準が欲しいね。ほら見てほしい。これこういうこと。視点って水平になるじゃないですか。だからこの視点に対して今見てる床が多分この世界の断りで水平なんですよ。その真下の水面を見てほしい。この土地の地形がおかしい。
水面の角度えぐいぞ。水面の角度えぐいぞ。これさ、どういうことこれどういうことこんなえぐい角度つくので、これさ、で、そんな角度つく？これ世界のバグ、こんなバグあるんだね。そろそろアトラスも限界なんじゃないか。何とは言わんが。そろそろ16が15になっててもおかしくない段階にも入ってるのかもしらん。だいぶ角度ついてるよ。修正されるかな。いや、実験だから、今回はこの水面に合わせて建築を進めます。もしかしたら急に水面変わってるかもしれないけど、これもご愛嬌ってことで。水面が曲がってる場合の建築の仕方としてちょっとこれを一つ技術を磨くのもありかもしれない。問題はフリー設置で椅子とかを設置するときに、椅子とかがもしかしたらこの惑星の水平に追従する可能性があるから、建物の中でものすごく長い道路を作ったことがあるんですが、だんだん地面から離れていくんですよね。やっぱり丸いんですやっぱりそうなんだ。やっぱりそうなんですね。やっぱり地球は丸かった。やはり地球は丸かったんですよ。どうしようかな。リ設置のこの位置からまっすぐのところにつけたいので、これつけづらいわ。いや、これは建築しづらいね。視点飛ばすか。あんまりなんだよな。いや、この位置からまっすぐ伸びてって、まずじゃあこの辺ね、この辺に1個で、次反対のこの先にこの辺に1個、設置ミスってるね。これ多分ちょっと設置ミスってるな。ちょっと待って、これ再調整だ。ごめん、これは下手くそだった。水面のちょい上に欲しい。ここか。これワイヤー設置も難しいな。水面のちょい上だからこの辺か。でこれでどう見える？ほぼ理想値だね。 OK。 この時間僕は何を作っていたか。そう、それはジョロジスコープ君ギガンテスを作っていたのだ。ギガンテスでかくなってるな。いつの間にか。本当に構ってあげられなくてごめんよ、本当に。何をどうしてるんだ今は。でかいのおるな。なんかでかい、でかいのおるね。とんでもねえサイズ感じゃん。進化しちゃったな。これランプが頭なのかい？これは頭のパーツはランプなんだい？それともこっちのディスプレイが頭なのかい？乗り込む椅子のとこにね。乗り込みそんな感じなんだ。じゃあやっぱランプのとこが頭なんだ。足生えてんのおもろいな。ゆうきさん足生えてるよ。シュールだね。そもそもその椅子って足そんな感じだっけか。なんか足の位置おかしいね。元からそういうもん？それってなんかすげえリズムを刻んでる。ディスプレイが頭で、そこが頭なんだね。おもろ。鳥判定がちょいバグってんのもご愛嬌だね。進化したな。ズーム目指すとこに立ったな。そういや、もっとちっちゃいマスコットキャラかと思ったら思ったより主人公みたいになっちゃったな。
目立つね、結構。ちっちゃい可愛い子の方がいいな。この子可愛いんだけどな。でかいのは威圧感あるな。サイズ感すごいな、改めて見ると。おもろ。よし、じゃあ建築決まっていくか。こっからっす、問題は。ワイヤーブリッジの形で今、このようにしたので、こっからフリー設置で床板を設置します。アタッチメントの一つです。いいね、設定が盛り上がりますね。さあ、今からこのアタッチメントに対して、アタッチメントじゃねえ、間違った。ワイヤーに対して、対水面水平を取りたい。で、この対水面水平を取るために、ここが今こんな感じなんで、うわ、いや難しい。こっから手の感覚で水平無理だろ。いやー、こっち向きか。じゃあこっち向きの今水の位置ここでしょ。なんか地面から生やした方が分かりやすいか。こうのこう、水面が見えない。見えそうで見えないな、水面が。こんなもんかな。いや、この角度じゃ合わねえな。一旦これで置いてみるか。もうちょいとか。サイドが波打ってるから多分沈んでるんだよな。一旦こう。どうだい？センスないね、さすがに。試しに基準として壁を作ってみては。確かにそれでもずれるかな。多分ね、あれなんですよ。この現象に対してだと多分水平はもう効かないから。でワイヤーってこれ多分水平の基準が多分他の空中、この世界のルール的なところの水平基準に多分沿うはずなんですよ。で考えると、そこに多分壁を設置しようと思うと、初期の水平は多分この世界の方の基準なんですよね。なのでこれにじゃあ合わせますって言って、これをドンと例えば置いたとする。待てよ、どういうことか。こいつを回転で、あ、分かりやすいな。これはある意味分かりやすいかもしれない。でこれに対してこう置いて、この辺が限界な気がする。でここまではいいんですよ。問題は、クソ斜めだな横の水平はでもほぼ近い。問題は前後。やっぱり上の床とほぼ角度一緒なの見えますかね。つまり3方向 XYZ を全部手動で水面に合わせなきゃいけない。もし水面に合わせようとするなら無理ゲーじゃね。無理じゃね。どうしようもないな。何してる今。何してるどうした
困ってるんだよね。対水面水平。これでも、あれだよね。この、対水面に対して、こういう場合に水平を取る方法が確立できたら熱いよね。対水面水平。シンプルにあれか？なんかあったっすよね。その水面に浮くやつ。あれの上に建築できたら話早いのか。そんなことはない。もしくは水面に浮いてるコルベットってあれ水平か？そう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 、それ。それどう？水面に対して水平？どうだ？落ち着くまで少し時間かかりそうだね。あ、ダメだ。みんな見て。やっぱり水面に対してじゃない。床と同じ水平取ろうとしてる。見えるかな？床と同じ水平だ。今取ってんの。見えるかな？今このワイヤーが水面に対して水平取った一本線ね。で、今この壁が、その横の角度だけはそれに合わせてる。これが世界のルールに従った床で、エクソクラフトとか足場も斜めだね。水面じゃなくてルールの方に従ってるわ。うわ、マジか。この基準でいくとさ、仮に水面に合わせて水平取ったとしても、中の装飾、椅子とか設置するときに全部斜めになるんじゃないか。この場所の磁場が歪んでるんですね。多分そうだと思うっす。磁場歪み、ルール歪み。そう。水平のルールが歪んでるんじゃなくて、水面が歪んでるって考えた方がいいかもしれない。ここ水面水平じゃない。そんなことあるんだ。アトラス、あなた疲れてるのよ。ってことは、これちょっと水面に拠点作る計画はちょっとダメっすね。了解しました。うわぁ、そっか。こんな現象あるんだね。うわぁ、残念だな。水上コテージ作りたかったのに。うわー、悔しいな。水上コテージ作りたかった。いや、違う。OK。計画変える。この傾斜を逆に利用しよう。あ、そろそろ時間残り13ぐらいになってそう。ありそう。3ぐらい進んでそう。順調にバグってきてるよ。他の場所なら大丈夫とか。あるっすかね。ちょっとじゃあ、どうしようかな。一旦、あそこにはもうゲートもあるし、拠点も立ててるので、一旦ちょっとこの星の裏側に行ってみますか。ちょっと待ってね。試しに今いる場所が、ここだ。星の北に近いけど、どうする？一回赤道行ってみる？多分検証するなら、最北端と最南端と多分赤道付近。仮に赤道付近だと思うんで、一旦赤道付近行ってみましょう。目的地この辺。なので、どっちに向かえばいいんだ？あ、初見です。初見さんコメントありがとうございます。リュウキさんコメントで、コルベットで待機中、了解。ちょっと待って、センチネルで飛んでいくわ。そっちの方が多分早いと思う。初見さんありがとうございます。お名前ちょっとよろしいでしょうか。信勝さんです。よろしいですかね。信勝さんありがとうございます。登録と高評価をしました。ありがとうございます。モチベーション爆上がりでございます。次も配信頑張るぞ。ありがとうございます。
この惑星の水面は静かで波が立たないから水を生かした建築は良さそう。いや本当にそうなんですよ。めちゃめちゃやりたいですよね。まさか今日この楽園が手に入ると思わなかったんで、ぐにゃぐにゃしてる生物発見。待って、暇人さん寝たんじゃなかったずっと起きとるやんやっぱね、ノーマンズスカイの配信は見ちゃうよね。でも見ちゃうんだよ。ありがとう、いつも見てくれてインディーゲームですか？これってインディーゲームになるんですかね？ノーマンズスカイという宇宙を探索するゲームを遊んでおります。探索というか自由に遊べるゲームですね。なんだろう、宇宙探索リアル版マインクラフトみたいなゲームでイメージしてもらえればいいかもしれないですね。ガン決まり。暇人さん寝れなくなってるやん寝れなくなってるじゃん。大丈夫？明日ちょっと宇宙船を乗り換えます。センチネル船が一番早いからね。あ、しまった。もしかしてあれがないのか。あ、多分インディーゲームだあんまりね、僕あれなんですよ。そんなゲームの種類やらなくて、インディーとかの区分を実はあんまり理解してない開発メーカーは大手ではないんですね。ハローゲームズって大手じゃないんですね。大手じゃないんだ。じゃあインディーゲームなんだ。インディーズなんだ。約1600稽古の星があるゲームです。そう、1600稽古あったんだ。忘れてた。とにかく何でもできるゲームですよね、このゲームは。で、今、南に行きたいので、サウスだっけか ?S だっけか。こっちが北ね。で、こっちか。参ります。お、ぶつかるかと思った。行くぜ。ビヨン。いや、ほんとでもいい星発見したな。でも1000万本以上売れてますよ。やっぱ爆売れですよね。スイッチ版とかプレステ版とかもガンガン売れてますからね。1週間でチーンするゲームだっけ？あれ？どうだろう？違うやつじゃない？ 1 週間でチーンはなんかイメージないな。別のゲームかもしれない。多分このゲームの細かいことに関しては多分ね、僕よりも今コメント欄に来てくださってる皆さんの方が詳しいかもしれない。僕はまだペーペーなんでね、まだ初心者なんで。1週間でチーンするやつはインディーゲームだけど、どうなんだろう。1週間でチーンってどういうことだろう。1週間でチーンってなんだ。そのゲーム業界的には何かそういうのがあるんですかね。ちょっと行き過ぎたか。南に今来たから、こっからもうちょっと西かな。もうちょっと西に行きたいか。曲がってきちゃったな。こっちだ。で、ちょっと下に来すぎたからこのぐらいかな。お亡くなり。そういうことか。1週間で飽きちゃう的なね。そういうことか。そう、1週間どころか一生遊べるゲームでございます。まさにそう。マジでございます。僕も結構長い間やってるんじゃないですかね。なぜ僕が海洋惑星を押してるか。それは楽しいかだいや、結構楽しいですからね。間違いない。海があるとね、建築はかどるのもあるし、景色がいいのも間違いない。そろそろいいかな。ハマる？いや、めっちゃハマります。めちゃんこハマります。もうちょっとかな。でもほぼ赤道だね。この辺でじゃあ検証しますか。じゃあこの辺に水面があれば、この辺の水面に一回降りて、ちょっと状況確認しましょうか。多分僕もこのゲームを始めて半年ぐらいはずっと遊んでるですね。半年遊んだけど正直まだまだ遊びきれてないどころか、まだ大部分の要素を残してしまってる段階かなと。いや、ほんと無限に遊べるっすよ。あの辺水面かな、ちょこっとだけど。ダメだ、洞窟だ。誕生日やろう。これは楽しいっすよ。これみんな沼って呼んでるっすからね。ノーマンズスカイって英文を書くとルビにひらがな2文字で沼って書かされてるそのぐらいハマるっす。
何が好きかにもよるですけど、マイクラ好きな人はもう 100% ハマります。基地作成、宇宙船厳選、自作宇宙船、理想の惑星生成。そう、沼ります。間違いない。かけてもいい。もう沼んなかったら僕のこと殴ってもいいですよ。もうかけてもいい。絶対沼る。間違いない。海が見つからない。ちょっと水辺の検証しようと思ったのに、水辺がないと話が進まないんですよな。このまままっすぐ行けば多分水辺がある。よし、このまままっすぐ行きます。僕マイクラも好きだけどコマンド専門だからな。なるほどね。コマンド専門ですか。コマンド専門ってなってくると結構ね、冒頭で手間かかるんですよね、このゲーム。やべ、飛びすぎたか。ちょっと南か、もうちょい南だね。こっちに多分海があるはず。SF とクラフト好きならおすすめ。間違いないです。間違いないです。確かにそう。例えば画教員の魂と国和氏の魂を勝手にかけます。ついでに僕の魂も勝手にかけないで。あれは旅の一行だから魂かけ合ってるだけであって、僕はダービー兄弟と戦うつもりないから。水辺が何にも見えん。なんかギャラクシーマップ見ると海ありそうなんだけどな。あの辺が海っぽいんだけど、なんか全然いかんな。エフェクト抵抗力無限。あ、コマンドってそういうことか。そういうことね。ノーマンズスカイはでもあれなんじゃないかな。モッドとか使わない限りはそうならないんじゃないかな。待って、なんか変なオブジェクトあるんだけど。山の生成ルーチンバグってるよ。みんな見てこれ。三角錐が生えてる。何これ。どうしよう。海探してたのに三角錐に目がいってしまった。三角錐が浮いてるよ。モッドは使わない派ですね。確かにノーマンズスカイはあれですね。そのモッド使っちゃうとダメじゃないんですけど、もったいないかな。モッド使っちゃうともったいないゲームですね、ノーマンズスカイは。なんだろう、マイクラよりも描画とかリアリティとかすごい追求してるゲームとか、一個一個の造作が細かかったりする魅力的なそういうゲームなんで、制約があったりするんですよね。その制約の中でどう遊ぶかっていうのが、そういうのを楽しめる人にとってはもう120点のゲームだと僕は思うんですけど、強いて言うならグリッチがありますね。このゲームバランスの中のちょっとしたバランスを崩してみたりだとか、あと数値を外部的にいじって、ポケモン、昔のポケモンって分かりますかね。ゲームボーイとかそういう時代のちょこちょこっと中の数値を、中のゲームの機能を使って中の数値をうまくいじってちょっとバグ出したりとか、本来しない挙動をさせてみたりとか、そういうのをやって遊ぶことができる、そういうゲームですね。そういうのに興味があるならばノーマンズスカイは無限に遊べます。そういうのポイントで。今度一人かくれんぼやってみてください。何どっちの本当の方のリアルの方の一人かくれんぼ、ちゃんと怖いやつじゃないですか。かくれんぼとは言いつつね、ちゃんと高レイテッドのやつね。ホラーは苦手っすよ。それともパソコンゲームで一人かくれんぼあるのかな。どうしよう。水の検証しようと思ったのに全然水辺がないんじゃが、ちょっと西に飛んでみるか。飛びます。あれだね、せっかく配信やってるからね、いろんなゲームほんと遊んでみたいね。どっちでもいいぞい。いや、リアルの方はダメだよ。止めてリアルの方はやだよ。怖いよ。本当の高齢術はね、シャレにならんから。一人かくれんぼ
解症候群ってゲームがありまして、あ、ゲームあるんだ。ゲームあるんすね。ホラーゲームはな、全然やらんな。怖いの苦手だし。ホラーゲームのリアクション取れる人だったらね、いい音が鳴る楽器の配信者だったらね、そういうのもいいんでしょうけど、フニカズはね、泣かないんですよ、これが。水辺めっけえと思ったんだけど、水辺じゃないな。なんか青い矢印が出た。何これ。リュウキさん今攻撃したリュウキさん今攻撃した。なんか赤いコマンドついてるってことはこれ敵対状態でしょ。やめてよリュウキさん攻撃するの。フレンドリーファイヤー。いやー、やだやだ本当に。うん。僕はリアルでやっても何もなかったよ。やったんかーい。いやー怖いねー。わいは信心深いからそういうのマジ怖い人なんだよね。国和新スポ行きましょう。やめてやめて。行かない行かない。岩手県ガチなとこあるから。岩手県はマジで心霊スポット行った後日に行った全員が怪我するとか本当にあるからさ。割とシャレにならんのよね。本当のそういうところあるから。慰霊の森ってみんな知ってる？あるからさ、そういうの。もう心霊スポット本当嫌なんだよな。結構昔のゲームでニコニコの方で有志でボイスドラマ作られてました確か。ボイスドラマ、へえ、面白そう。いいなぁ。やっぱ有志の人たちが集まるとそういう楽しみ方もありますからね。素敵だ。伝説的に一時的やりましたね。流行ったっすよね。でも結構あれもガチっすからね。うん。キャプ装してもうた操作が効かん。勘弁してくれって。まったくリュウキさんまたごっちょごちょいなんだから。まあ黒い人影は出たけど出とるやないかい。出とるやないかい。じゃあダメだよ。じゃあダメですよそれは。うん。では出てんだ。じゃあ心霊体験しとるじゃないですか。おっかないっすな。どうしよう。水面の検証しようとしたけど水面が出てこないですね。あはじゃないよ。あはじゃない。ポジティブそう。めっちゃポジティブな反応や。ダメだね。なんか全然見つからないね。水面が見つからないと検証ができない。どうしよう。ちょっとじゃあ赤道は塩ぶっかけたら消えたぞい。塩効くんだ。なんかあれだね、全然西の方飛んできたけど本当に水辺が見つからないね。知り合いと心霊スポット行った時カンナムスタイル流したの覚えてる。なんでカンナムスタイルって除霊効果あるんか。パブリエット振りかけると同じ効果がある。もしかしてあポジティブいいっすな。ポジティブっすな。でも国和は心霊やらないからワイはワイなのでワイはワイなので。やだよ心霊スポット怖いじゃん。だって怪我するかもしんないんだよ。みんな穏便に行こうよそこは。ワイのねマブダチがすごい霊感あるやつでさ、ちっちゃい頃は姿が見えてその人間と区別がつかなかったぐらいはっきり見えたし、今でもたまに声が聞こえる時があるらしい。そのぐらい霊感あるやつが一人いて、一回そいつと震災があってまだほとぼりが冷めないうちに海釣り行ったことがあって、東日本大震災の後だったから結局いっぱい海で人が亡くなりましたよって言って、まだ 1,2 年3年経ったかな。そのぐらいの時期に釣りに行ったことがあったんだよね。一人かくれんぼ中夜の踊り子爆音で流したいやみんななんだかんだやってやっぱり怖いんじゃん。やっぱり怖いのは怖いからやっぱちょっと空気を和ませようとちょっとあの手この手は使ってるんじゃんそうなるよね。送りました。受付やめて変なもん送ってこないで平和で行こうよ。なんでそんなことするの。そんな経験上直径が小さい惑星は歪みが大きいと思います。あ、やっぱ月だから
月の惑星だからその可能性あるっすね。どうしよう。赤道に海が全く見つからないっす。ごめんなさい。赤道に海が全く見つからないので検証諦めましょう。じゃあもう歪んでるものとしてワンチャン見るなら南を見に行きますか。南に行こう。仕方ない。ここから南に向かいます。あれ南でサウスでしたっけか。サウスが南。方向音痴。マツケンサンバには除霊効果があるって噂はあるらしいっすな。だから両手にファブリーズに言いながらサンバピーバサンバシュッシュッまつけてやってれば多分幽霊寄ってこない。その辺霧状にシュパ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 ファブリーズ巻きながら歌って踊って踊り狂えば金ピカに光れば大丈夫。今から特級物送っていい？やめてね。全然嬉しくない。特級物送られても貧乏だから食べ物とか飲み物送ってくれてもいいんだよ。国和はその方が喜ぶよ。エール送られたらシンプルに喜ぶ。そういう単純人間なんで呪物送られたらグッと落ち込んじゃう。国和に優しくしてくれ。みんなの優しさで国和は生きている。そう、みんなのバファリンで国和はね命を保ってるから。やべ、痛い、怪我した。センチネル戦のお腹が擦れた。切ないよ。単に発狂するのも悪くないと。どうなんそれは。南に行って海あるかな。はい、病院で見つけた人形だよ。いらない、やめて、送ってこないで、やだよ。ホラーは嫌い。ホラーは嫌いなんです。よし、じゃあピータンでも送ってみるか。アークさん残念でしたね。僕ピータンは普通に食べれるんですよ。割とね、好物とまでは言わないけど酒のつまみに自分でピータン買って食う変人でございます。食べ物飲み物はね割と強いですよ。割と強いですよ。軽く17万だよ。高っ。17万もするの。特級呪物そんなのあるんだ。売ってるんだ。そもそも17万でどうなんだろう。その特級呪物界で17万って結構ガチめの本物の金額なのかな。どうなんだろう。いいねをしました。あ、D さんありがとうございます。皆さんもよろしければねいいねと思っていただけたらもう本当に軽い気持ちでポチッといいね押しちゃってください。国和のモチベーションになりますのでね。いいねボタンで国和の日々の生活のクオリティがぐっと変わってきます。いいねボタンが国和を救う。いいねボタンで世界が平和に。なんか今水辺あった。水辺ないな。なんか地面の高低差と水辺の分布ってあれなのかな。イコールじゃないのかな。多分裏側に水辺が広がってるんでしょうね。やっぱそういうことですかね。星の裏側か。あくまでそっか。この画面で確認すると星の表側しか見えないから裏側は自分で足を運ばないと確認できないのか。サトルくんは五条のサトルくんかな。大丈夫、僕最強だから。最強でありたいもんだぜ。もう呪術廻戦の世界だったらサトルくんだったら無敵だよ。なんとデスクガンと戦ってため張れるんだもん。次元山さえなければ勝ってたね、あれはね。これ秒が遅れてるだけで実はこの辺海なんだよとかない？そんなことない？群馬済みでラーメン屋巡りしてます。温泉気持ちいいね。大丈夫、今君の後ろにいるから。サトルくんがサトルくんが僕の後ろにいる。それはそれで怖いかも。俺狩られる側かな。惑星から少し離れて水辺に突入すると見つけやすいです。なるほど。では上昇します。ギューンダーン。そして今紫となります。じゃあ今青と赤練ってる最中やん。練り上げてるね。待って、何にも見えん。待って待って笑いたいからドア閉める。何にも見えない。ちょっと待って、思いのほか何も見えないよ。
ちょっと待ってね。今マジで何にも見えないんだが、どうしようか。とりあえず水辺に見えないもないところ、もうちょっとだけ寄るか。ギリギリまで寄れば、なんだこの大気これね、カラレル側の国勝氏、おい、もしかしたら今日は呪霊側なのかもしれない。もしかしたらこの大気、こんな見づらいことある。竜輪反転つがいの流星唱えてるすごい震え性だよ。見づらさえぐいなこの星。奇跡的にこの辺に水ないかな。虹は綺麗なんだけどね。あった、マジちょっと待って、今そっち合流する。世界を立つ斬撃垂れちゃう次元山決められてしまう。あと15秒で着くよ。さあ、位置的にもちょうどいいかな。どうだろう。ありがとう、助かる。いいね、南の海だね、完璧。しまった、水上着地、あれ、水上着陸テクノロジーさっき俺インストールしたけどな。ロブロやる？ロブロやってないね。そう、実はね、国和普段ゲーム全然やんないんですよ。そう、今はまさにゲームやってるんだけど、普段あまりにもゲームやらなさすぎて、さっきさインストールしなかったっけか。水上着陸なんたらかんたら、これじゃねえや、こっちだ。インストールしてない。マジか。なんでワイ攻撃されてんだ。どうしたなんだね、顔ぶ細工な動物やな。いや、ちょっとこの辺に乗ってよ。無駄な殺傷はせん。やってたらフレンドになりたいけど、いや本当に申し訳ない。マジでね、ノーマンズスカイは好きで始めたけどね、それ以外のゲームって基本的にやってなくて、そう、みんなに本気で言ってるってよく言われるんだけど、国数ゲームしないんですよ、ほとんど。わあ、いろんな、いやこれもまた後で考えよう。では、何してんのそれリュウキさん、何してんのそれ。水中の乗り物で地面走るとそうなるんやね。標識紫ね、引き出されてしまった。標識紫をでね、変えるか。マスカ配信やりたいけど機材が高すぎる。まあ機材高いのは確かにあるよね。宇宙船見た限り水平に見えるな。水面に追従してるように。もしやったら僕にフレンド送って。持ちだよ。了解と言いつつね、多分やらないかな。ロブロあの手のゲーム苦手なんだよね。足引っ張りまくっちゃうからさ。前ね、リーグオブレジェンドか。リーグオブレジェンド、なんだっけ、ロールだったっけかな。あれはね、一瞬やったんだけどね、マジでセンスなかった。本当に下手くそだった。びっくりするぐらい。友達ともやってたんだけどね、1年やってもね、全く上手くならなかったからね、やめた。さすがに。私ヘッドセットで配信しておりますぞい。やっぱね、大丈夫。ね、本当に申し訳ないね。気持ちだけありがたく頂戴いたします。ゲームセンスないからな。ノーマンズスカイはゲームセンス必要ないからね。対戦ゲームじゃないから。そこだけ本当にありがたい。転がるノーティロン。ギャグよ、ギャグ。よし。じゃあ、試しに建築やってみようか。果たして、歪みはこっちにあるのかないのか。ここの場所も綺麗だね。
ゾイはこれだぞい。やった。あ、そうか。ここあれだ。また基地を建てないといけないのか。水中に基地建てちゃえ。よし。ここをキャンプ地とする。虹が綺麗だね。見た感じ水平っぽい。なんかさっきの場所よりもなんか随分スッと水中椅子おもろいな。あ、ちょっと待って、ちょっと斜めじゃない？もしかして自然破壊？あんまり破壊したくないんだけどね、本当は。あ、ベトナガさんこんばんは、ありがとうございます。今日はですね、フリーで遊んでる状態なんですけど、今ちょっと検証をやってます。なんかここにおしゃれな建築建てようと思ったら、どうやら地面の水平と水の水平がずれてるらしく。あ、みんな見える？この画面見える？水面が曲がってるの見えますか？ダメっぽいです。これ曲がってんね。曲がってるわ。マジマンジ。マジタオ。そのマークなんて言うんだっけ、正式名称。そのタオっぽいマーク。その陰と陽のやつね。いやー、ほんとそう。まあ、ノマスカは高難易度にしない限りは優しい世界だから。そう。もう優しい世界で僕は生きていたい。これ見る限りだと、今、この宇宙船、この Y が作った大型宇宙船コルベット。そっちからそっちに向かっては水平。向きによるね。大気フィルターかかってますか？うん、かかってる。だいぶかかってるみたい。多分これだ。今、この方角は水平。で、こっち向きだと曲がってる。とりあえず壁で検証とかかな。そして新たなマスコット、ジオロスコープ。ファンパレはどうですか？ファンパレもやってないな。ファンパレってなんだっけ？ワンピースだっけか。技術だっけ？ワンピースだっけ？忘れちゃったな。どっちだっけ？ファンパレ。どっちもやってないな。ソシャゲね、一個もやってない。びっくりするんだけど、ソシャゲね、本当に一つもやってないの。なんか、今時の人間としてありえないって自分でも思うんだけどさ。やってないんだよね。よし、みんな、目視で見てほしい。配信画面に対して、あ、そうです。小さい惑星です。多分、バブル大気なので嵐がない安定した気候です。バブル大気がそうなんだ。なんか向こうに建築物あるな。後で見に行こう。多分ね、検証必要ないかも。押さないで押さないで。押さないで押さないで。ぐいぐい押すな。ぐいぐい押すんじゃない。あ、呪術廻戦か。あれ、タイトルファンパレか。なんかオリジナルストーリーがいいらしいですな。結構。そこでしか見れない映像があったりとかして、すごい面白そうだなとは思ってたけど、多分やらないかな。ガチャゲーやらないんだよね、ほとんど。多分ね、検証必要ない。皆さん画面をご覧ください。水に浮かんでる時点で、本来私のボディは水平なはずなんですが、水面が斜めです。水面が斜めです。これは、そうだね。どっちがずれてるかの問題では多分ある。ほら。今、設置してもらったやつがほらもうすでに水面に対して斜めに設置されているのが見えるでしょうか。悪いのは水面でしょう。これは水面自体が曲がってる多分で、もう一つあるとするとこの地形の生成ルーチンでずっと違和感を覚えてて、地面の色と地形の生成の形的に海面ができててもおかしくない窪地がいっぱいあるなーってずっと思ってたんですよ。多分星の地面に対する中心を司る中心の生成と、多分水面とかの水平を司る中心の生成の軸が
どっかずれてんじゃないですかね。もしくは球体が歪んでる、どっちかの星か水面の生成ルーチンの球体スフィアが歪んでると僕は見ましたので、このズレは無理なんじゃねえかな。近畿カゴメまだ心霊系やで。心霊は怖いよ。怖い夢見そうだな。夢の中に幽霊出てこなきゃいいな。苦手なんだよな。水中に座れた。また椅子設置しとるで。というわけで、一旦仮説は立てた。多分、地上の水平と水面の生成は多分別のルーチンで生成されてて、それがどっかずれてる。中心軸の生成の位置がずれてるか、もしくは、生成ルーチンがスフィアだとして、そのスフィア自体が歪んでるかずれてる。多分、この感じでいくと、この星の裏側へ行くと、水ばっかりの地域がある気がする。今、南と北でしょ？で、中腹とかは、このミニマップ上は水あったけど、現地なかったから、多分、生成の軸がぴったり被ってれば多分海なんだよ。途中で、あれ、窪地だけど海ないなって言ったところ、多分本当海なんだよ、あれ。それが多分ずれてんだ。国風ですし、ちょいと失礼しますよ。どうぞ。マジだ、今日もう寝ないでしょ、これ。もう寝るって言ったのに全然寝れてないし。なんか逆にごめん。ありがとう。なんかまた確認してくれるのかな。申し訳ない。ギューッとしてドカーン。私失敗しないもんね、ドカーン。もう、本人は失敗しないけどどうしようもない。東宝かな？東宝ネタか。東宝だよ。東宝ネタなのか。カゴメって東宝ネタにあるんだ。東宝ももう一回ちゃんと見た方がいいかな。いい環境なのにね。本当にそうっすよ。めちゃめちゃいい環境なのに、それでたまに片方ばっかり海の惑星があるんですね。多分そういうことなんじゃないかな。もしかしたら。多分、大きい惑星で歪み少ないっていうのは多分スフィア生成なんだよ、きっと。地上のスフィア生成、あとは水面とかのスフィア生成。で、その球体の中心軸をぴったり合わせて1個の星で多分生成してるんだと思うんですよ、きっと。全部仮説ですけどね。で、そのセンター軸がずれることが多分ままにあると。で、大きい星だとずれてもそんな気にならないけど、小さい星だとまあこのぐらいずれるよねっていうことなのかもしれない。メタ読み。じゃあ悔しいな。マジか。妖怪ネタが多いですからね。カゴメやギュッとしてドカン。なんか東宝昔見てたんだよな。ゲームとかもちょっとやってたし。悲壮転速が好きだった。格ゲーの方の。懐かしいな、東宝。また悲壮転速やりたいな。この後のね、なんか次世代格ゲーやってないんだよな、東宝の。またやりたくなってくるな。ロストワールドだっけか。スマホゲームだ。一瞬インストールしたんだよね、東宝のロストワード。次面白いって思ったんだけど、仕事忙しくてストーリー追ってる暇がなくていつかやんなくなったよね。いや、だから一時期ね、3、4年ぐらい前まではね、すごい数のソシャゲやってたんだよ。6つぐらい同時にやってたんだけど、いつからかパタってやんなくなったね。パタってやんなくなった。今思うと。なんでやんなくなったんだろう。今思うと不思議だね。最近寝れてないですね。大丈夫です。本当にひまじいさん大丈夫か？無理しないでね。なんだろう。寝れない時の手慰めにこの配信見ててくれて全然大丈夫だからね。本当に申し訳ない。なんかいるんだけど。ウーマジンもなんかワードちらっと聞いたな。あるあるですね。時間が足りなくなって。本当にそうなんだよ。文が強いのか。どれの文だ？どれの話をしてるんじゃい。
あやが強い。あややは強いね。使ってたな、あやや。めくり技がすげえ強かったイメージがある。ここの基地は解体します。あ、消去不可って出た。消せないって言われたんだが。そうか、これ基地をあれか。ごめんね、基地削除するね。さようなら。これ基地消したらもしかしてこれ消えちゃうこの子。さすが同窓心がさせられているね、さすが。もうこの星のマスコットキャラこの子で決定。しかもデザインなんか進化してるし。おもろ。あやだよ。あやちゃん好きなんすよ。あやちゃん可愛いよね。あやちゃん可愛い。あややややや。新聞買いたい。読まないけど。ソシャゲはね、追いかけすぎると疲れて限界来るからね。そうなんすよ。ラスは最強。制拠点解体センター。水中仕様。なるほど、水中仕様のマスクね。これさ、拠点消したら消えちゃうその子。残るなら拠点消したいけど。まあいいや。拠点消すよ。バインなら。すまんな。消えないでほしいが。どうなんだ残るか消すよ。どっちだごめんけど消すよ。数もったいないから。消えちゃうかな。リュウキさんごめん。どうなるんだ残るんかこれは。初めてやるんだこれ。拠点の撤去で。あ、残るじゃん。これさ、ちょっと待って。あ、これもうないことになってるんだ。これって仕様かな。心の中に残ります。切ない話だ。拠点は消えたっぽい。拠点は消えたっぽいけど、なんか残ったね。あ、なんか残ってんだけど、ゲストとしてログイン中。こうなるんだ。キュウリってうまいよね。わかる。ニトリかなニトリの話かな最近ね、真面目な話、キュウリの一本漬けにハマってて、塩分過多になるぐらいボリッボリ食べてる。だから最近白米炊いて一生キュウリの一本漬け食べてるから、ちょっと血圧やばいよね。普通は消えますね。おそらくバグ。バグだ。多分ですけど、これあれですね。この拠点立てて、で、遊びに来た人が何か建築物を建てた本人がこれ消したから、多分、建築残ってんだ。そういう感じで残るんだ。これさ、悪用すればさ、拠点の数増やさずに建物はそっちこっちに残せるんじゃね？近い。二人羽織かな？二人羽織シールドかな？なんか、怖い。で、なんか、背後霊ついたんだけど。何かスタンドがついてるな。イマジンさんのプラットフォームで見ると、惑星水多め。やっぱ多めなんだ。やっぱり軸ブレだね。軸バグだ。軸ずれバグで、本来水あるところになかったりしてるんだ。あんまにうまく消えないこともありますね。そのパターンだ。普通にプレイするとやっぱり、得てしてこういうの結構あるんですよね。マルチでやってるからってのもあるかもですね。多分なんかそんな気がするっすね。なんか水上がった。あれちょっと待って。水中判定。水中外判定。でも水中判定だな。よし、もう行くよ。多分これはね、このまま残り続けるから。残ししまったぜ。ここに来た証をよ。
久しぶりに自分の宇宙船眺めたくなったな。なんか目のライト消えてるな。いや、ワイのロブスターくんかわいいね。なんかつけた明かりがところどころバグできる。なんか水中にいるんだけど、水中にマスコットキャラおるって。宇宙船の光源ももっと増やしたいね。尻尾ばっかり光ってるから。我が愛機、レッド、ロブスター。我が宇宙船ロブスター号。ノーマンズスカイはね、こういう宇宙船も一から作れるんでね。この宇宙船はもうこの世界に同じ船は2機と存在しておりません。ノーマンズスカイはこういう遊びができます。なんか飛んでる。なんか飛んでるよ。じゃあどうしよっか。この軸ブレバグが今後修正されるのかどうか。もしくは、水面が曲がってることを活用した拠点っていうのもさっき考えたんで、さっきのところに戻って、ちょっとうまく拠点作ってみますか。実は水面が曲がってるのを利用した構想っていうのがあるんですよ。それを試したいっす。よし、じゃあ拠点戻ろうか、さっきのところ。さっきの拠点に戻って、斜めの水面を生かした拠点を立ててやろうじゃないの。国風はね、環境利用東方の使い手なんでね、水面が斜めだっつんならその斜めを有効利用して拠点を立てるまでよ。あ、なんだこれ。なんか一瞬大気おかしかったな。海洋惑星の楽しさその1、星によってめちゃくちゃ強い波になる。その2、深いから深海拠点が作れる。深海拠点も熱いっすな。そう、まだね水中の拠点で作ったことないんですよ。ただいまちゃん。さてさてさて、さあ、じゃあどうしようかな。人にこの辺にこの辺に止めて、よいしょい。 OK。 いい感じだと思ったんだけどな。なのでこの辺をうまく使っていきます。じゃあどうするか。月って大気もおかしな現象起きやすいからシステム的に安定してないのかも。その可能性はあるですね。なんか噂だと次のコスモスのアップデート月関係なんじゃないかって誰かがポストしてましたよね。どなたでしたっけポストしてたの。なんかそういう噂をちらっと聞いてマジかと思ってちょっとワクワクしてる。国和さんたちに見えてる基地がわしには見えないだとバグってらっしゃる。もしかしてひでえバグが発生してるかもしれない。あとあれだな、どうしよう。そもそもここが起点になってるというのであれば、こっから角度さえつければ全然問題解決するのでは。嘘しないな。そっか、分かった。じゃあ水面の水平を測って、まずは建設に適切な角度を探ります。最初の1枚を
こっちが水平、こっちが下向きだから、水平の上の方、サウス側を背にして、こっちに下がってるから、そっち向きかな。この辺が水平だ。なので設置をもしするならば、多分この角度だな。違う。これ軸のブレてる方向分かったかもしんねえ。これ多分サウス方向に海の軸ブレてるわ。海の軸南側にずれてる。これなんでかっていうと、いつものをやっております。またなんか建築してるんかい。多分ほぼそうだと思う。こっちの S 側の方向に向かって水が高くなってる。北側の方向に向かって水面が低くなってる。少なくとも南軸の方にずれてるのは一つ確かだと思う。オッケー、理解した。だからこんな傾斜ついてんだ。だから西と東だけこんだけ傾斜ついてんだ。ありえないだろ。このバグひどいだろ。へえ。じゃあどうしようか。いろいろ話変わってくるんだよな。そうするとびっくりした。サメかと思った。この星の攻めは4足歩行やで。いろいろ作戦変えようか。さっきより傾斜ついてるってことは傾斜が少ない水面も存在するってこと。多分そうだと思うっす。でこの理論で言うと、多分赤道よりちょっと南の方が多分水平に近いはず。もし水面があるとするなら。で何その動き。そんな動きできるの？めっちゃ水かいて遊んどるがな。多分僕の理論が正しいとすると、まずあれですね、こっちの惑星の大地の方の軸があるとして、それに対して海の方の軸が多分南に少しずれてる。これは多分間違いない。プラス真下にずれるんじゃなくて、多分どっかの方向にもずれてるはずなんですよ。でさっき赤道の方でどこに行っても全く海が見当たらなかったんで、その星の反対側の方に海が突き出てる可能性があるってなると、赤道から少し真ん中の西か東のどっちかの頂点が多分海抜が上がってるところがあるはず。やっぱ赤道一周ぐるって回るか。気になるな。赤道回ろう。ちょっとこれ検証してみないと分からんぞ。これ検証したら情報としてかなりでかいでしょ。でこれが証明されると軸ブレの仕組みが明確になるのと、可愛い子ちゃんおるやん。背中光ってるね君。さっきは
西に飛んだのか。さっき西に飛んだもんね。で、今度はこの東に飛べばいいんだ。広く突き出た海の真ん中あたりが一番水平ってことかな、多分。ただ、海自体の水平体当たりするんじゃない。やめろ、体当たりやめなさい。移りたがりなんだから。全くもう。多分、一番突き出てるところよりも、ちょっと南が水平だと思う。多分その水平な場所はめちゃめちゃ少ない。地上と地面の水平と水の水平がずれてるから、軸がずれたことによって水平に近くなる交点が多分生まれるはずなんですよ。だからこういうずれてる星のその水と地上の交点っていうのが多分そのぐるっと赤道直下とか一周回ってる範囲だけだと思う。交点部分のみってことは、水と地上の水平が一致してるリングみたいなのが多分この星のどっかに交点が存在してると思うんだ。そうするとそこだとズレは限りなく少ないんじゃなかろうかと。まあ無理ですね、そこで建築するっていうのも。多分水平は多分取れない。嵐のサメも砂のサメもゴーストのサメもいるし、四足歩行のサメだってきっといる。きっとそう。四足歩行が当たり前の可能性全然あるから、もうそうですね。錯乱してる。D さん錯乱しとるよ。でも宇宙から海を探した方がいいかも。いやー、その宇宙から探したいのは山々なんですけどね。大気がこの位置から見た時ってあれなのかな。だから本来今この地上と間の凹凸が今見えてるじゃないですか。多分本来はこのボコボコのへこんでるとこがみんな海なんですよ。陸ずれてなければっていうことだと思う。故に今こうやって見えてるとこは多分近づくと大気が邪魔するので、これやめてー。ガスに邪魔される。悲しい。どうなんだろうか。多分さっきの理屈だと思うんだよな。よし、ではどうしようかな。どっちに向かって飛べばいいんだ。一旦そっち飛んでみようかな、試しに。ここ広い。どの辺？そっちか。真裏だね。待った、線が見える。みんなこの線が見えるか。ごめん、これメタな話になるけど、これなんかの交点じゃないか。一旦この線の上に降りてみていいかい。生成るうちの都合だとすると、方角の中心分岐点か海と陸の交点なんじゃないかと俺は見た。で、今この線がもしかしたら赤道なんじゃないか。ほぼ赤道じゃない、ここ。ってことは今この横棒が多分赤道直下そのまままっすぐ行けるんだってなるとよ、今向いてる方角がまっすぐ。お、ちょうど水あるじゃん。ここで検証しよう。うわ、
上津並木に島もあるじゃん。ここで検証しようぜ。来ました。曲がってるのは曲がってるね。どうさっきと比べて。島が邪魔だね。ちょっと何かって分かりづらいね。島島じいさんだけ見てる映像違うよ。なんかあれだね、水面曲がってるっちゃ曲がってるけど、さっきよりやっぱちょっとマシか。でこっちがサウス南だ。こっちが南か。の傾斜があって、こっちがノースだね。真下ではないな。若干斜めではあるな。なんかあれだね、こうやって見ると地球みたいな感じで軸が曲がってるように見えるね。北と南すらもまっすぐじゃないもんね。多分この海抜の水平見ようと思うと上の方の方角見てほしいんだけど、北に対してはこのぐらい曲がるし、目視にはなるけど、南に対してはこの辺かな。南に対してもこの辺だね。そっか。上下軸の他にも横軸がどっかずれてるな。じゃあ横軸のどこがずれてるのか問題。小腹減ったのでカップ麺の濃厚豚骨を食べながらやってます。最高か。飯テロか。腹減るって。みんなお腹大丈夫？減ってない？もう待って、2時半過ぎてるんだけど。すげえ時間までやってる。みんな大丈夫か？寝なくて。みんな大丈夫か？申し訳ないね。いつもこんな遅い時間まで付き合ってもらって。ああ、そうですね。七星さん。では私はこの辺で失礼しますね。了解です。すいません。こんな遅い時間までありがとうございました。七星さん。お疲れ様でした。いや、嬉しかったです。じゃあ、ぜひまた次はも遊びに来てください。お疲れ様でした。七星さん。おやすみなさい。七星さん、いい夢見てください。お疲れ様でした。じゃあみんないい夢見ろよ。お疲れ様です。国田さん、もうちょっと続けます。しまった。ここのところまともにご飯食べてない DA さん。それはよろしくないよ。ご飯食べなきゃ。食事大事だから、体の資本ですからね。すごい大事。水中ダンス成功。水の中で踊れるんだ、ここ。知らなかった。はい、七星さん、おやすみなさいです。ありがとうございます。さて、どうしましょうか。一旦、待て。連続240時間配信、まあ、途切れる。何回途切れるんですか。今もうマックス12時間の配信もできないのに。YouTube くんも12時間の長丁場に耐えられないから。一体何枠こさえることになるのやら。一旦脱出。いやー、困ったね。一旦ちょっとこの水平の検証は厳しいかね。そんな気がするよ。仮説を立てた。とりあえずは。どうやら軸がぶれてるっぽいと。島見えないので釣りしてます。手伝いぜ。どうしよう。せっかく楽園の星だけど、こんだけ水面が曲がってると、別惑星に移るのも考えたい。そもそもの目的がね、紫星系で
必要な鉱物を採取することでそれはもう達成してるから、たまたま見つけた楽園の土地をラッキーって言って歩いてみたけど、まあ軸がバグっててちょっと不便だよねっていうのが判明したんで、水が水平じゃないのは悲しいな。まあそのうち月のアップデートが来るだろうっていうことを見越して拠点だけ立てておくのはありかもしれないけど、でも今日はいいかな。いろいろ遊んだし、まあまあいいとこでしょう。ツナ缶うまい。ツナ缶羨ましいな。ワイもまたツナマヨを自分で作りたいね。この間作ったのうまかったからもう一回やりたいんだよな。行きますか。海洋惑星行っちゃうのか、ついに。あれなんだよな、地面多少あった方が嬉しいんだけど、まあ次の配信だとじゃあ海洋惑星探しもありかな。なんか2人仲良く釣りしてんな。赤と青の釣り糸使って仲良くやってんね。よし、じゃあ勝手に降り立つね。釣りしてる2人を尻目に配信閉じますか。では皆さん、今日の配信お楽しみいただけましたでしょうか。久しぶりにね、何の目標も決めずに自由に宇宙探索してみましたけど、やっぱいいですね。ノーマンズスカイはやるべきことというかできることがいろいろあって、でノーマンズスカイってバグの多いゲームなので、新しいバグを見つけてそれを検証するのもそれはそれで面白いですよね。でもしかしたらそのバグが何かに利用できるかもしれないし、そのバグゆえの何か美味しい特性とかそういうのが出てくる可能性もありますからね。なのでそういうのを検証するのもまた一つの楽しみなのかなと思いつつ、今回のね、もしかしたら海面と地上の軸がぶれてる説は、まあ仮説を立てたところで今日は一旦終わりにして、また機会があったらね、他の星でも出会ったら、そういえば軸ぶれてるかもな、検証してみようかで、また気が向いた時にやってみようかと思います。結構ね。皆さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。おつさまエルトラベラーありがとうございます。私は別ゲームのイベントに追われてるので宇宙に行けないんだわ。すまんな。みんな本当に俺だね。違うゲームにみんな浮気してるじゃん。いいんだけどさ、国風のことを一人にしてみんな違うゲームで楽しんでるんだ。そういうの浮気って言うんだ。めんどくさい配信者やな。嘘です。大丈夫です。配信見に来てくれてアドバイスもらえるのでね、もう十分に本当にありがたいのでね、今後ともぜひぜひよろしくお願いいたします。ゲーム内の小さい星って直径20キロ程度の球体だから、水平の部分を探すのはそもそも無理なのかも。それあるのかもしれないですね。そもそも月サイズの惑星に水面を持ってくるって時点で軸はもうブレる仕様なのかもしれない。じゃああれだ、海上基地とか陸と海の美味しいとこ取りしようと思ったら、そもそもでかい星で探すっていう風にしないとそもそも成り立たないのかもしれない。だから海洋惑星か。海洋惑星のでっかい惑星でほぼ水辺も地上も同じ水平だよねってところを探すところを、じゃあ次の配信でやりましょう。というわけで皆様お疲れ様でした。よかったら高評価の方どうぞよろしくお願いいたします。パッと振り向いてもうエンディングの最中にまた真ん中取るんだから、目立ちたがりめ。ひまじんさんいいの？今なら映れるよ。ひまじんさん今なら真ん中映れるよ。じゃあ皆さんお疲れ様でした。カメラ目線の状態でエンディングに入ります。おつでした。ありがとうございます。お疲れ様。バイバーイ。エンディングいきます。